まずはベースの形がどうなってるか、正しい形、完成形を知るっていうことがまず大事なので、ここから勉強していきます。まずはね、レッスン1としては猫顔の特徴の説明をしていきます。これね、すごく大事なのでしっかりポイントを押さえてください。まず大前提として概念として持ってほしいのは、猫顔のイメージって正面から見たらこういう楕円形、ちょっと潰れた感じの楕円形、横から見てもこういう感じでね、今はちょっと後頭部ついてないんだけども、こういう感じの楕円形に見えるんだよっていうところで、まずそういう考えでいてください。まずはこれが猫顔を作る時の大前提です。次に注意してほしいのが顔の中心部です。僕はこうやって丸くね、楕円形で円を描いたとしたら、その中心になるポイントを意識しています。この中心になるポイントというのは、目がついている下のラインと顔の中心線、その交わるところが中心になります。ここをね、意識して作ってください。これがずれてしまうと顔がおかしくなります。例えば左の作品のように鼻の下が長い、鼻っ柱が長い作品だと、少しね、人のような顔、猿のような顔に見えちゃうんですよね。で、逆に右のような作品、おでこがすごく大きくて口元が小さい、これだとなんだかちょっとね、可愛らしい作品になってしまって、リアルさっていうところから見るとちょっとかけ離れてしまう。だからリアルな作品を作るんであれば、こう可愛らしくデフォルメするんではなくて、しっかりと顔の中心点っていうのを意識してみる。この2つのパターンだと、このように顔の中心点がね、ずれちゃうんですね。赤い部分が今の中心点。本来はこの青い点の部分に中心が来なきゃおかしいです。先ほどの正しい位置、この位置に中心が来るように気をつけて作りましょう。はい、次に僕が気をつけているのは、この目と鼻を結ぶね、三角形です。これをすごく意識しています。で、猫らしいシルエットにするには、ここのね、三角形が正三角形になるように、目の中心点と鼻の中心で、右の作品のようにこの赤い三角形のように縦長の二等辺三角形になってしまうと、顔が長くなっているのでおかしくなっちゃうんです。なので、この目と鼻を結ぶ三角形っていうのは、どんなにいったとしても正三角形を超えないようにしましょう。例えばスコティッシュフォールドのように鼻が短い子とか、そういう子はね、当然この潰れた三角形にはなります。でも顔の長い子でもどんなに長くても正三角形を超えないようにしましょう。次、横から見た時の額、それから鼻っ柱、そして顎のラインの角度です。で、個体差はあるとはいえ、だいたいおおむねですね、僕はこうやってこの3つの線が下に向くように作っています。この顎のラインがすごく膨らんでしまった時、こうやってね、顎のラインが上に向いてしまう時があるんですよ。こういった時は少しね、作品に違和感が出るので気をつけてください。もう一つ、植毛した後に気をつけてほしいことがあって、この三角形の位置関係の他に、右のように四角形で考えてほしいんです。で、これは何を見ているかというと、ひげ袋の横幅の位置です。結構みんなね、猫を作るとひげ袋がすごく大きくなったりしてしまうのは、こういうところを意識してないからなので、ここを意識してみましょう。その子の写真に似せて作るんであれば、その子が、僕は目を基準にして考えるんだけども、どれぐらいまでひげ袋が出ているのかっていうところを見る一つの目安として、僕はこういうふうに四角形で考えるようにしています。はい、次にね、耳の長さの話をします。こう植毛前のベースの時につける耳の長さはね、このように僕は考えています。この線を結んで、だいたいね、3分の1の長さがね、ちょうどいい感じになります。もちろん個体差はあるんだけれども、僕の作り方だと植毛してもそんなにね、顔の大きさが変わらない植毛の仕方なので、だいたいこの3分の1になるように合わせてつけるとちょうどよくなります。はい、次にね、もう一つ耳の話で、この耳たぶを作りたがる人いるんだけれども、これね、作れる人は作ってもいいし、作れない人はね、無理して作る必要ないです。
これねどんなにリアルに作っても結局耳毛とかをね入れちゃうと見えなくなったりするから、まあそんなにねこだわらなくてもいいかなと。むしろね小さめの作品だとうまくできないうちは耳が分厚くなっちゃったりして弊害しか起きないので、慣れないうちはあまり作らない方がいいです。隠れちゃうからねこうやって。次は右の方を見てもらって、植毛した後にしっかりとねこの赤線で描いてるこういうライン、ここをねしっかりと凹凸をねしっかりと表してほしいんです。特にこの目の上のこの部分っていうのはへこんでるし、頬骨の部分とかね、ひげ袋をしっかり見せてあげる形をね。そして頬の顎のラインっていうかな、エラのラインというかね、こういったところもしっかりと強調してあげる。そのためにベースの時にしっかりとね凹凸を作っているので、それを思い出して作ってあげる、しっかりと。はい、次ね鼻の形についてね。猫の鼻の形は僕もねこうやってね潰れた三角形で作っちゃうのね。でこういう人多いと思うんだけど、これやっちゃうとね何が起きるかっていうと、こうひげ袋をつけた時に鼻の下がね長く見えちゃう。だから正しいのは、猫の鼻って実は今描いてるようにねこうやってね正三角形に近い状態。猫鼻を作るときはねこの正三角形っていうところを意識して作るようにしてください。はい、今まで言ったことを踏まえて、僕は猫顔を作るときにどういう意識で作ってるかというと、こういう形状を作ろうとしてるんですね。ちょっと右半分見たら分かる網目になってるところで、これちょっと僕が手書きで書いてるんでデタラメのところもあるけど、おおむね凹凸が分かるともね立体的に見えると思うので、で左側半分ちょっとグレーに塗ってるとこ、そこは少しへこませてる位置で、目の前とかね、そういったところをしっかりとねへこませるようにしてるんです。でこのね立体的な形、完成形がどういう形になるかっていうことをねしっかりとね理解して作らないと作れないです。パズルと一緒なんですよ。パズルってパッケージに完成の絵が描いてるじゃないですか。で絵を見て完成をイメージしながら作っていくから作れる。あれがもしねなくて、もう3000ピースくらいあるようなねパズル作れって言われたら、なかなかね完成させることができないと思う。すごく難しくなっちゃう。それと一緒で羊毛フェルトだって立体的な形を作るんだから、その立体的な形をイメージできてないと形にすることなんて絶対に無理だから、だからまずは今完成させるべき正しい形、そのパーツごとでもいいから、それをねしっかりともう一度イメージをして、それから作るっていう作業に取り掛かるっていう順番でやらないといけない。でもう少しイメージしやすいようにちょっとねへこます部分を説明すると、僕はねこういう風にこの目の上の部分っていうかな、額の横の部分はこういう風にねへこませてます。そして頬骨っていうかね、こういう感じ、目の上横上からこういう風につながる骸骨作るようなイメージ。次に横から見て大事にするとか、このね顎の部分、エラの部分っていうかな、ここをねしっかりね表すようにしてます。あとひげ袋もねしっかりとこの凹凸を見せてあげる。頬骨もねこういう風に、ここをねすごく意識してます。でね今この丸書いたところ、ここはね耳の土台で、ここほっぺの肉、角度変えてね、ここは耳の土台になっている部分と頬骨の部分、そしてほっぺの肉、こういったところをね肉付けして少し盛り上がるようにしたりしているので、そういったところも少し踏まえてこのね画像を見てほしいんだけども、どこが膨らんでてどこがへこんでいるのか、しっかりとね自分がこれから作る形をイメージしてください。これが分かってればね、出来上がった後ねもう一度この動画見て、こう自分の作品と比べてね答え合わせができるよね。そういう風にまたこの動画は使ってください。はい、じゃあねここからね猫顔のね顔の作り方のちょっと説明をしていきます。まずこの部分あるでしょ、この部分、これは理解してると思うんだけど、どこかっていうと作品で言ったらこの辺ね、
この辺少し膨らませてる部分で、次にここの部分、これは何かっていうと、僕がよく動画の中で爪でね、押し付けて刺してるここの鼻筋のこの横、目の前の部分で、このくぼみだよね、これをしっかりつけてあげるよっていう話をしましたよね。でこれをみんなやってる。でこれできてない人はここをしっかりつけてあげる。それでリアルさがぐんと一段変わるので、しっかりとそこをつけてあげるっていうことと、この次鼻を作る時に結構大きくなる人が多いです。で鼻の作り方なんだけど、見てほしいんだけども、気をつけなきゃいけないのは、今からちょっと間違ったイメージを書くと、みんなこれを作るでしょ。この爪でなんていうかな、ここへこませるやつを作った後、このね、ちょっと若干末広がりになると思うんだけど、この幅で鼻を作っちゃうのね。そうすると見える？これこの幅で鼻を作っちゃうとすごく大きくなっちゃうの。だからそうではなくて、ここはちょっと末広がりになるんだけども、爪でね、爪っていうかね、ここ目のこの部分は少しへこませて、鼻筋を少し細くするじゃない。ここの間隔をね、少し狭くなる。で鼻の大きさっていうのは本物のその作る時の猫の個体差によるけれども、ちゃんと比べてほしいので、だいたい目を基準にして考えたら分かりやすいんじゃないかなと思って、だいたいその子の鼻の横幅ね、横幅がその子の目と比べてどれぐらいの幅なんだろうって、結構みんな目と同じぐらいの大きさで作っちゃったりするから、それだと大きすぎる。だからちゃんとそのどこか体の、これちょっと感覚力の話ね、パーツを作る時に必ずその子のどこかのパーツと、比較をして、その大きさをこう表現するようにすると結構間違いが少なくなるので、そういう感覚でいてほしいんだよね。で僕これ作る時に気をつけてるのは、この幅あるでしょ。この幅、このへこませて鼻筋がキュッと狭まったこの部分だよね、眉間の部分。この幅とほぼほぼこの鼻の横幅が、ほぼ同じになる感じで作ってるのね。っていうのは、ここにこういう風に猫ってなってるの分かる？ここさ、よく猫の写真とか見てほしいんだけど、ここがさ、すごく毛が短毛ですごくペタって寝てて、ここだけちょっと毛質が違って見えるの、テカって見えるっていうか、本物の猫もこの部分ね、この部分で、これがこういう形で僕はイメージして、すごくフェルトで表現すると分かりにくいんだけど、でも僕はこれをある程度形として作ってるのね。だけどそれをカメラに向かってこうだよって伝えても多分なかなか伝わらないぐらいの凹凸なんだけれども、でもそこをちょっと意識して作ると、ここの幅とここの幅がほぼ一緒になるから、そうなると鼻が大きくなりすぎないから、ちょっとそんなイメージで作るといいんじゃないかなっていう話です。はい。でね、結構ね、みんなやりがちっていうか、その細かいことができてないうちってやっぱりひげ袋が大きくなったりするのもそうなんだけど、こうやりがち。こうやって目を作ってこう鼻つけるよね、鼻筋つけてこのまま鼻をつけちゃう。これが多くの人がやってること。これだとすごくパーツ的にすごく単調で、だからリアルさがない。そしてみんなひげ袋が楕円形とかちょっと複雑な立体を作れないから、ここに素直に綺麗な丸をつけてしまう。本当ぼっこと丸とか、そういうすごく単純な形になっちゃうからリアルさが失われちゃう。みんなはそうじゃなくてリアルな作品、一段上の作品を目指すんだから、やっぱり
こういうところをしっかりとへこませるべきところをへこませる。鼻筋はこの流れで来るんじゃなくて、ここに一段、もう一段鼻の山、鼻筋かな、本当の鼻筋かながあって、鼻をしっかりと三角形になるように作ってあげる。この鼻の大きさが目とかそういったパーツと比較してどれくらいの大きさが適切なのかを見る。でひげ袋もしっかり鼻下しっかりと作ってあげて、その子に合わせてできるだけリアルな形を作ってあげるっていうことをやってみてください。すると1段2段上の作品になります。はい、そんなところです。はい、それではね、アイシートを使った目玉の作成要領というところで簡単に説明していきます。これはね、過去動画でも説明しているので、ね、ざっくりと流しますね。アイシートをこれ印刷しているものなので、どうしてもね、黒目の部分がね、紫っぽくなっちゃう時があるんです。ボンドとかの相性によっては。なので、ボンドでつけた方がいいんだけど、色が変わっちゃうかもしれないので、今はね、レジンでこうやって接着することを推奨してます。まずね、1滴くらい垂らして、レジンライトで照射して固めてください。これはね、単純な話なので。でね、これね、できればね、1個ずつやった方がいいです。2個いっぺんにやりたいところなんだけど、こうやってね、1滴垂らして、ガラス乗っけた後、結構ね、自然に勝手にガラスがね動いちゃうので、なので一個一個確実にやっていった方が無難です。でこの時ね、空気しっかり入らないようにしてやってください。でこれをねちゃんと1分間くらい照射してあげると。で終わったらあとハサミで切り出すんだけど、この時ねこのレジンで接着する人は気をつけてほしくて、これねガラスの目玉ギリギリをハサミで切っちゃうと、せっかくねレジンで固めたところがねパキってこう剥がれちゃうのね、剥離しちゃうから、1ミリとは言わないけれども、切りやすい部分を切ってね、側はね埋まってしまうので、そこはねあまり気にしないで綺麗にカットする必要はないです。あまりねこのはみ出たレジンのところをねハサミで切ろうとすると大変なので。はい、ここからはねレジンで色をつけていく方法をやります。でね、準備してほしいのは油性のマジックなんだけども、おすすめは三菱のペイントマーカーっていうこのマーカーを用意してください。普通のねなんて言うんだろう、油性のマジックとかだと黒目がねギラギラ光っちゃうから、でこれはね比較的反射しないのでいいんじゃないかなと。あるいはね絵の具で、ここはねアクリル絵の具とかで黒目を塗るようにしてみてください。でねこうやって、ガラスの裏に直接目を描いてみる。でただね気をつけてほしいのは最初ねこれなかなかうまくいかないと思うので、はみ出てもいいんで後から削るので。でねひっくり返すとね目の大きさ、描いてる大きさと目の大きさは全然違うので、確認しながら希望の大きさにしてください。で目打ちとか先の尖ったものでねこうやって細かく削っていってください。で時々ひっくり返して大きさを確認しながら、とにかくね慣れるまではねこれめちゃくちゃ大変です。なのでこの細かい作業が苦手な人はアイシートとかが楽なんじゃないかな。あとはね市販のね目玉使うのがいいんじゃないかなと思います。で今回はね細かく削る作業ははしょるんだけれども、だいたい形ができたらこうやってねマジックの上にレジンをね薄くコーティングしてください。もう薄塗りしていいです。でマジックの上だけじゃなく、マジックで塗った分よりちょっとだけね多く余分に塗ってあげてください。広く。これね何のためにやってるかっていうと、本当はね実験的にやってた時はこのままね違う色を周りにのせてたんですよ。するとね時間経つと滲んじゃうんですね、マジックのインクが。なので一度この透明なレジンでコーティングして液漏れがしないっていうかな、マジックのインクがはみ出さないようにこう閉じ込めてやるっていう作業です。塗ったらレジンライトで照射して固めてあります。でこの間にね黒目のちょっと周りにね色をつけたいので、その色を作っていきます。でこの
使う色は作りたい目の色でねいろいろ考えてやってください。で今回はね黄色い目玉を作るんだけど、黒目の周りにちょっとね薄く緑を入れて、虹彩ですね、虹彩の部分をね表現したいと思います。これはねあれです、色ねよく見ながらやってみてください。確認をしながら裏返して、良ければレジンライトで照射して固めます。そしたらね次ね今度ね全般的な目の色を作っていきます。今回はね黄色い目玉にしようと思うので、白と黄色を混ぜます。でねこれね色混ぜるときに白に対して色を足してって色を作るようにしてください。これ逆にしたらダメです。濃くなっちゃうんで、あくまでも白から色を変えていくっていうやり方の方がね失敗しないと思います。で思ってるよりね案外ねなんていうかな、白に限りなく近い薄い色の方がいいです。どうしてもねこう色をつけようと思ったら濃い色になっちゃって、で実際固めてみたらねかなりなんかものすごいこう鮮やかな色になっちゃって不自然っていうかねぬいぐるみっぽくなっちゃうので、ここのね色はねちょっといろいろ何度も研究してねやってみてください。こうやってねガラスに色がついてない部分につけていきます。で結局はね全般的に裏側にね全部かぶせるように塗るんですけど、きっちり端っこまで塗らなくてもひっくり返したらねまんべんなく色行き渡っているので、よかったら最後はレジンライトで照射して固めてください。はい、こんな感じで出来上がります。簡単にねちょっとねリアルな目が作れますよってところで紹介しました。はい、ではねいよいよここから新しいベースの作り方をやっていきます。作り方はね至って簡単です。四角と丸を作るっていうだけですね。そんなに難しい話じゃないです。でね大きさはねだいたい横4センチ縦に6センチくらいのものを目指して作っていきます。イメージしやすいのは砂糖の切り餅、あんなねお餅1個ぐらいのね大きさにするといいんじゃないかなってところでね固めていきます。はい、ちょっとね単純作業になるので4倍速で進めていきます。でね硬さはねガチガチにする必要はないです。でももちろんある程度硬さにはするんだけどガッチガチにしちゃダメです。っていうのはねあんまり刺しすぎると羊毛の繊維壊してしまって固まるのを限界超えて、今度ねそれを超えるとね固まらなくなっちゃうんですよ、繊維が壊れて。なので固めすぎはダメです。でね今これね真ん中の方がちょっと緩かったのでこうやってね付け足して固めていきます。なんていうかな、やっぱり一発で仕上げようとしないで、もうとにかく微調整をしながらやっていく。してこうやってね四角を作ってるんだけど、最初は形にこだわって形が良くなったら全般的にそれを形を守りながら締め込んでいく。だけどその形を守りたくて締め込んでいくっていうかね、この固めていくのを恐れちゃうと、固めるとさへこんじゃうからね、それを恐れすぎちゃうとふにゃふにゃの場所が出てきちゃうから、やばいところはもう遠慮なく潰して、形変わってもいいから潰してあげる。で形が変わりそうなところはさっきみたいに羊毛を足してあげればしっかり形も作れて固めることもできるんだから、とにかくね継ぎ足し継ぎ足しで形を整えながら全般的な硬さを均等にしてあげる。でね今ねこれ刺してる針っていうのは極細針とかでね、これは細針と極細針を交互に使って全般的に同じ硬さになるようにしてます。はい、こんな感じね。で最初にもね言ったけど 12mm の藍で作るんであれば、このね幅がね横幅4センチで縦に6センチぐらい、これ大体でいいんだけどそれぐらいになってれば OK です。はい、じゃあね次、これはね今までと一緒で丸を作っていきます。
これもねそんなに難しい話じゃなくてね単純作業になるんで4倍速で進めていきます。これもね四角の時と一緒です。どんどん形をまず作っていって、締め込みながらね、でやばいところはしっかりと羊毛を足しながら形を整えていくとかね、そういう風にしてやっていきます。これね僕結構慣れてるから結構見てたらね危なっかしい刺し方してるんだけど怪我しないように皆さん注意してくださいね。結構これ固める時ってすごい勢いで刺してるからもうほんとね間違って刺したら結構な怪我しちゃうので血も止まらなくなっちゃうしね、十分注意しながらやってください。これね今側面を潰しているのと、あとこの角っこ、そこもねしっかり潰して固めていってあげないとやっぱり弱い部分が出てくるのね。で今ねこれ補強してるんだけれども、弱い部分は特にこの側面の部分に足してあげて、でしっかりこうやって固めてあげる。それでねだいたい綺麗なねこの丸ができるから、そういう風にやってみると。でとにかくね刺しすぎに十分注意することで、とにかくねこれね僕今刺し込むのに使っているの一番最初ふわふわの時はスピード針を使っているけども、その他はねあとはねもう細針と極細針でこうやってね形を作っていってます。あんまりね太い針でやっちゃうとやっぱり繊維をね壊しちゃうので、できる限り最初ある程度固めて形ができたら細めの針でねこうやって仕上げていくのがいいんじゃないかなと思いますよ。はい、このね丸もだいたいね4センチぐらいなってればいいかなっていうところですね。12ミリのね愛を使うときは4センチっていうふうに覚えてたらいいかなと思います。でねこうやってさっきの作った四角と合わせてこういうふうにくっつけていきます。ひとまずねこんな感じでつないで、これ周りはねこれから補強をしていくので、まず固定し刺さったらこうやってねこれぐらいの量をね刺し固めて固めちゃいましょう。ここで今刺している部分はねこの首の部分になるので、顎の部分っていうかな、ここをねその土台になるからしっかり固めていく。ここもね単純作業なんでねちょっとね倍速上げます。しっかりとねこのつなぎ目をくっつけてあげて、この段差をなくしてあげるようにしましょう。でこれはね横も上も全部やっていきます。でこれもね今使っているのも全部細針です。しっかりとねくっつけていきます。で今やってるとこですね、この首の部分っていうか胸の部分になるとここもねこの時点でこういうふうにね少し潰していっていいです。で今これ頭のてっぺんの方やってるんだけど、顔の横とね四角と丸のつなぎ目あれねそのまま気にしないでつなぎ目だけが消えればいいです。こんな感じですね。こんな風にしてみましょう。まずはこの形ここまでを作ってみるっていうことをやってみてください。はい、ここから次の工程に入ります。これね必ずしもやらなくてもいいんだけれども、イメージを測るためにちょっとねマジックで下書き、顔の下書きをしてみましょう。でまずはね定規を使って縦横しっかりまっすぐ引きましょう。おおむね中心線になるんでね、まずはねこの円に対しての中心を書いてみましょう。顔のね中心点の話をしたけど、まずそれはちょっと無視してこの円の中心をまず書いてみる。だいたいこんな感じですよね。でねこのね円の一番下に来る部分、そこにひげ袋が来るんですよ。なのでまずひげ袋を書いてみる。これねあんまり大きくなりすぎないようにね、ひげ袋、ざっくりと下書きなんで顔のイメージをするだけなんでね、こんな感じでひげ袋がこの位置に来るんです。で鼻をちょっと描いてみてね、鼻の形は正三角形だよね。でそこからねこ
ざっくりとでいいからこう目玉の位置この辺になるなっていうのをねちょっと書いてみてください。でもしねこれモデルの子を見ながらやるんだったらモデルの子の写真見ながらね顔を真似して書いてみるっていうことをやらなきゃいけないです。まあざっくりとだけどね目の位置はおそらくこのくらいの位置になるんだよね。で目の位置が書けたらこうやってね前回言ったようにこの顔の中心点がこの位置に来る。で顔の中心点がここに来るからそれに合わせて顎の位置がね分かってくるので顎のこの土台を作ってあげます。これね本決まりのね本物の顎にならないのであくまでも顎の土台の部分だからまずざっくりとねちょっとこんな風に刺して固めてあげる。はい、ここまでできるとね顔の中心点がね合ってるのが分かるよね。これをねちゃんとチェックしながら作るようにしましょう。はい、それではね目の装着をしていきます。まずね目の位置をしっかりと合わせてみる。で今ねちょっとこれ目の装着位置にちょっとね目の部分をへこませてるんだけどこれはレジンで目玉を作った人僕のやり方でねレジンでね作った人はこうやってね見てほしいんだけどこう色つけた部分ね後ろが湾曲してるのね。でそれがしっかりと設置するように今ね目玉の装着位置を少しへこませてるっていうことです。なので目玉の後ろが平らなアイシートだったり市販の目を使っている人は目のね装着位置をねへこますってことはしなくても大丈夫です。はい、目の固定なんですけどできれば両面テープぐらいがいいかなと思います。後でね目玉の交換とかもするので。で適量の素材を取って三つ折りにしてください。で三つ折りにしたらこうやってね目の半分が隠れるようにかぶせてあげる。で目頭と目尻の位置こういったところをねしっかり固定したらあとはね目の周辺のこう余分な部分をね全部しっかりと刺し固めてってあげる。今ね画面じゃねピンクのね針刺して目を固定してるけどこれね指で押さえるだけで大丈夫ですよ。普段やらないことをちょっとやってるんですけど、何かしらね自分で工夫して、目の固定とかしてみてください。で目の周りをね潰していったらねこれ今普段やらないからね目玉が外れちゃったんだけど、指で押さえるだけで十分なんで。でしっかりとね今度ねガラスの上をね固めていくんだけれども縦に横にしっかりといろんな方向に針を刺してこうね固まり具合をこう指先で感じながら少しずつこのまぶたを広げていくようにしてください。でねこれはねほんとね細針とかを使うといいですね。最初スピード針でもいいからある程度固めて形がついてきたら細針で少しずつ固めていって、とにかくこのまぶたの肉厚っていうのはある程度の厚みがないと後で植毛するときに大変なのでしっかりとねここもね固めてあげるようにしてください。はい、ここからね画面は2倍速にしていきます。しっかりとね余分なところも差し固めてあげる。で下まぶたが良かったら次上まぶた同じようにこれくらいの量を取って三つ折りにしてあげてください。そしてまた目の半分が隠れるようにかぶしてあげる。そしてね目尻目頭の位置を決めたら目の周りを余分な部分を差し固めて貼り付けてあげるねしっかり。でねこれ今使ってるのはスピード針です。で大体貼り付けたらガラスの上の毛を固めていきます。この時も下と同じで縦に横にいろいろな方向で刺していく。でねまっすぐ刺しちゃうとガラスにね針当たっちゃうからガラスの上を這わせるような針の使い方をする。今ねこれはもう細針でね少しずつこうガラスの上の毛を締め込みながら、で今はねこれスピード針に持ち替えて、やっぱスピード針と仕上げ針細針を交互に使ってねスピード針で目の形を整えながら形が整ったら細い針でしっかりと
その羊毛を締め込んでいくっていうような感じでやってみてください。よかったらね反対側に行きます。でこれね勘違いしちゃいけないのは、これ1回でまぶたが完成じゃないですからね。はい、反対側も同じですね。三つ折りにしたら目の半分が重なるようにして固定をしていくというところで、余分なところは貼り付けていく。でこの時ね左右の目の位置高さがね変わりがちになっちゃうから、どうしてもずれちゃうから十分注意してやること。そのねずれをなくすためにも下書きをしているので、しっかりとこの位置関係をね確認しながら進めていってください。今すでに顎の土台もできているんだから、全体的な顔のバランス考えて目の位置が合ってるかどうか、顔の中心点が合ってるかどうか、そこをねめちゃくちゃこの時点で意識してください。顔の中心点を確認することと、あとはねその顔の中心線、横線ね、そのライン上に目の下がね左右ちゃんとその線上にあるように意識して作ってください。これがずれるとね後々ね大変なんで。あとねまぶたのこの羊毛の厚みっていうかな、まぶたの厚さっていうのは厚くならないように気をつけてください。ここがねみんな厚くなっちゃうから、植毛した時に目がね沈み込んじゃう、作品作った時にね。それだとちょっとおかしくなっちゃうから、このまぶたを作る時点でまぶたはしっかりとね密度濃くしっかり硬く作れてるんだけど、まぶた自体の厚みはそんなに厚くならないようにしてあげる。この辺はねまたこの後ね頬骨つけるときに肉付けしていくときにまたね重ねていくのでね、概略今しっかりと目のまぶたの土台がねできていればいいよっていう感じで捉えておくといいかなと思います。はい、まずはね目が固定できたので、次口元のね土台をねもう少ししっかり作ります。これはね作品から外して今みたいにね別に作ってからつけた方がやりやすいです。口元に合うくらいの大きさ、これぐらいに合わせてあげて、下顎も含めてね。で大体よかったらこれをね全般的にくっつけたら潰していきます。もうなんていうかな、ひげ袋から下顎までを含めたところ、そこをもう少し一段持って今みたいにこうやってね差し固めていきます。もう平らに差し固めるだけでいいので。でね形を少しずつ整えていくとねこんな感じで骸骨みたいな感じだよね。この形をねしっかり出してあげた方がいいです。はい、じゃあねそこまでできたら今度ねバランスよく作っていくんで、おでこの方のね肉盛りをしていきます。で今ね頭の天骨部分がデコボコになっているから、そこね先に慣らしちゃいましょう。肉付けをして、で全般的にきれいにねこうやって貼り付けて、凹凸をねなだらかにしてあげるイメージ。高いところをわざわざ潰してしまう必要がなくて、そのままただその段差とかを埋めてなだらかにしてあげるっていうイメージです。ざっくりとこんな感じで。でよければおでこの肉をねちょっともう少し持ってあげます。で三角にしてあげて、ざっくりとだけねこんな感じでね貼り付けてあげる。でこれもね全般的に刺して締め込んでいってあげる、しっかりと。でこの時もねどうしても目玉の近くにね針入れるので、ガラス自体を刺さないように十分注意してあげる。特にアイシート使ってる人はねこういう時にね針がねレジンに当たってで剥離しちゃうのでね、するとね一度また目外して作り直さないといけなくなるから、そこは十分注意してやる。これもね全部一緒。肉盛りしたところは基本的に段差がないように滑らかにしてあげる。はい、こんな感じね。
そんなに難しい形じゃないんだけど、ちょっと宇宙人っぽいような骸骨のようなそんなシルエットになります。はい、それでは次はね、ひげ袋の土台を作っていきます。今回はね、ひげ袋だけの土台です。なので下顎を含まないので、ちょっとね、おむすび型というか、ひげ袋のちょっと形をしたような土台を作っていきます。おおむねね、三角形を作るといいかなと思います。おむすび型。で、さっきも言ったけど、下顎を含まないので、こういうふうにね、ちょっとここをね、一段高くというかね、しておいてください。これはまだ土台だから、ひげ袋でも何でもないんで、形をちょっと作っていく。で、次ですね、これ、頬骨の位置ね、それをね、肉盛りしていきます。で、やりにくい人はね、こうやってね、ちょっと細長い感じでね、ある程度形を作ってから貼り付けるといいですよ。ここにね。で、このつけるポイントを見せてほしいんだけど、目頭のやや上くらいから始まって、こうやってね、下まぶたに這わすようにして、鼻先にかけてね、こういう風に段を作ってください。頬骨ね。で、最初はね、スピード針である程度形つけて、今はこれ細針です。細針で形が良かったら、その形をキープしつつ締め込んでいく。で、もちろん羊毛のね、量が足りなかったらどんどんへこんでっちゃうんで、そういう場合はね、足してあげる。これもね、細針です。で、良ければ反対いきます。これね、慣れないうちはね、左右均等の量をね、つけれないので、もうほんとね、一発で決めようとしない。微調整の連続です。もう常に微調整の連続。ね、つけるポイントは、目尻のやや上から鼻に向けてのこの線上につけると。で、下まぶたに這うようにつけてくださいね。で、それを固めていく。よかったら細針でどんどん形をキープしながら締め込んでいく。これね、絶対ね、左右均等にならないと思うので、ほんとちょっと足りないなと思ったら少し足して微調整をしながら、ほんとこの左右常に状態を見ながら進めてください。ここをね、みんなおろそかにしちゃうから、仕上がった時に左右均等じゃなくなる。こんな感じでやります。じゃあ次ね、鼻っ柱の土台を作っていきます。でね、今こうやってちょっと畳んで、こんな感じのね、四角形を作ってください。薄っぺらく。でね、今これはね、どの部分を作るかというとですね、猫のね、この部分です。目の前のこの部分を表現するためにこれを作ってます。で、こうやってね、貼り付けて、で、目にかぶるようにしてね、この目頭のこのまぶたの流れ、そこと合流させるようにして、こうやってね、固めていってください。そしてこれ自体が鼻の土台になります。ここもね、今までにない工程です。ここね、爪先とかちゃんとね、うまく使って細かいところね、しっかりとこう形を作ってあげる。で、段差がないようにしっかり滑らかに、ね、なるように、常にそれを意識して作ってください。しっかり形を整えるのと、ここね、大事にしてほしいのは、ほんとこの目頭のところなんですよ。目頭ね。もう一度言いますよ。この部分ですからね。この部分をちゃんと表現するために今この作業をやってるんですからね。この作業の意味をちゃんと理解しながら進めてくださいね。じゃないとこう意味がないし、上達していかないので。ここのね、段差をしっかり見せる。こんな感じです。はい、じゃあここまでできると、次はね、ひげ袋の土
土台を作っていきます。これはまだひげ袋の土台です。でこの土台を作るときにすごく気をつけてほしいのがこれです。ひげ袋の端っこが目を越えないように作ってください。できれば今作ってる方だったら左目の中心、その位置より出ないようにした方が植毛してからもひげ袋が大きくならないです。とはいえね、モデルの子がいたらこれはちょっとね個体差があるから一概には言えないんだけども、でもね、基本的には植毛前のベースの状態では、ね、目玉の中心より超えないように作った方が無難です。後からねまたこの上にひげ袋をつけていくんで、あまりこの状態の時にこう前面にボンって出ないような作り方をしておくことで、ここまでできたら次下顎を作ります。こんな感じでね足していってください。で下顎もそれなりにしっかり作ってあげるっていうかな。僕がよく言うのは下顎を作るときに遠慮しがちに作っちゃうとすごくちっちゃくなってあるかないか分かんなくなっちゃうから、ディズニーのねライオンキングとかああいうディズニーアニメの猫科の動物の絵を思い出してね欲しいんだけども、結構ね顎しっかり描いてるでしょ。あんな感じで、ね、作ってあげると結構猫っぽい顔になるのでね。はい、では次はねほっぺたの肉付けをしていきます。このねつける位置見ててね、この辺にね肉盛りをしてあげる必要があるんです。でここのね肉厚を出してあげないとすごいね痩せこけた猫っていうかね猫らしい顔にならないので、ここをねしっかり肉付けしてあげてください。で反対側もつけます。で当然太ってる子を作るときはここの肉厚がすごく厚くして作らなきゃいけないし、その子の個体によってしっかり見極めて作ってあげるっていうことが必要です。まずはね標準的な顔を作るんであればこれぐらいの肉盛りで大丈夫です。でこれも同じで必ずね段差をなくすように常にそれを意識して作ってあげると綺麗なベースができるので、これはね次鼻っ柱を作っていきます。でねこれ今見せたら分かると思うんだけども、なんていうかな、さっき作った目頭の部分を表現するときに作ったねあれよりも狭い幅で鼻筋は作っていきます。ここもねしっかり固めながらやっていってください。ガチガチにする必要はないけれども、ある程度の硬さが出るように締め込んでいってあげる。でねここ今なんていうかな、眉間の部分をへこましたりするんだけれども、これはね猫の種類によって変わりますからね。で鼻周りの形をしっかり整えてあげる。だんだんね猫らしいシルエットになってきたよね。でここで初めて鼻っ柱ができたらひげ袋をちゃんと作ってみる。でこれもほんとねモデルの子がいるのは写真とにらめっこしながらどれぐらいの大きさ形にしようかっていうのを見ながらね。で仕上げ針で形を整えながらねやってってください。これはねほんとひげ袋の形ってその子の個体によってねかなり違うので、そこを見ながらね作ってってあげる。で上からのね形、この形を見てほしいんだけども、こう前に出っ張ってないでしょ。上から見てもこの形を守るように作ってください。はい、よかったらね反対側もつけていきます。これもね頬骨の時と一緒で左右均等にするのはなかなか難しいですから、だからもう一発で決まるって思わずに何度も何度もほんとね細かく微調整するもんだと思って作ってください。もうそう思って作るだけでもね全然仕上がり方が変わるので、どうしてもねみんなねこれをねこういう細かいパーツの付け方作り方をね一発で作ろうとしてるから、だからうまくいかない。もうとにかく細かく作る。
でね、こうやってできてきたら口元とかひげ袋の形もそうだし、あと鼻に流れるねこの鼻下の線とかさ、今口元もやってるけどね、ここねしっかりね線がつくように凹凸をしっかりね出してあげる。するとメリハリのある土台になるから、今はねちょうど目頭のとこやってるけれども、でねスピードバリでやってます。これで爪なんかを利用してね、こういう風に押さえつけながら細かいところの形をしっかりとね凹凸を見せてあげる。こうやってねベースの時にしっかりと凹凸作ってるから、だから植毛してからもどんな形なのかね理解してるから、カットしていけたりね正しい表現ができるのでね、ぜひやってください。はい、じゃあね上まぶたの上に2つ折りぐらいにしてね、ちょっとねうっすらとね肉厚をね足してあげます。でね、おでこの中心部をね肉盛りしたでしょ、最初の方に。でここもやっておかないとおでこのね肉厚がねバランス悪いのでやってます。でね、ここはねどこがへこむのか、どういう形になるのかっていうね、これを思い出してください。これね今この付近をやってるので、こういうふうにどこが高くなってどこがへこむのかっていうね、ここのこの形状を理解しながら刺してあげる。それがねすごく大事です。でよかったらねどんどん差し込んでいって固めていってください。これもね常に綺麗に段差がないように整えてあげる。で反対側も作っていきます。まあね半分折りぐらいにしてちょっとね上まぶたにかぶせてあげる。でねこの上まぶたにかぶせる時もちょっとねやり方間違っちゃうとまぶたの形変わっちゃうから、これねまぶたの形をこの時に整えつつ、この肉厚をね増やすようにしていってください。で余分なね余ってるところはしっかりと鳴らして、他のとことの段差をなくして綺麗に見えるようにする表面を。僕ねこのベースの時にねすごく綺麗に作るのって大事だと思っていて、やっぱねここを丁寧にすることで植毛もねすごくしやすくなるし、形も明確にわかるから、植毛した時にこの形を見失うことがなくなってくると思うので、ここをねとにかくベースをどれだけ綺麗にしっかり凹凸をつけて作るかっていうのを大事にしてやってみてください。で時々ね手でチェックしながらやばいとこないかね探してみる。はい、じゃあね次今手でこねこね回したのは顎ですね。顎の骨格を作っていくというかね、このエラの部分をしっかり作っていきます。ここね結構肉厚にしていいです。でさっき作ったほっぺたの肉付けしたとこ、あそこにかぶせるようにしてなだらかにしてってやってください。でしっかり顎のライン、エラのラインをしっかり出してやる。でこの時も猫顔のポイントの中で示したようにね、このそれぞれのこの額のライン、鼻先のライン、顎のラインが下に向くような感じで作るのが今のところね僕は猫顔を表現するときにベストだなと思っているやり方です。まあ、ちょっとそこを意識して作ってみてください。ここもね緩くならないようにしっかりねこの形を保って固めていってください。ここねしっかりね作ってあげてないと植毛した時にかなりね仕上がり変わるんで、ここしっかり作るようにしてください。もう多くの人はね猫うまく作れないって思ってる人ってこれがないんですよ。ここの表現がないから猫らしいシルエットにならないんですね。足りないんですよパーツが。ほっぺたの肉付けをしたところにかぶせるようにして固めてってあげる。で今この部分ね、ここは肉厚。顎からね、顎からこうやって自然に流れるようにしてください。
この顎関節の部分ね、ここをしっかり肉厚を厚めにして作ってあげる。でこれもね結構左右のバランス見ながら作らないとなんていうかな、顎のね関節の高さの位置が変わったりするので、ここバランス見ながらやってください。で同じです。段差をなくす、滑らかにするっていうのをやってください。でね、今触ってた付近、この辺がね結構ね緩いんですよ。どうしても緩くなりがちだから、そこも固める。で固めるついでに今からこれやるのはね、耳の土台です。耳の土台を作ります。耳の土台っていうのはこれね、この赤丸の部分、これがあることで結構ね耳の角度、つけれる角度の幅が変わるので、僕はこれを作るようにしてます。これはねぜひね作ってください。で特にねフレームタイプの作品だと、この裏側、ここがね雑になりがちだから、しっかりと表面も固めて作るけど、裏面もねちゃんと時々固めながらね作るのを進めていってください。はい、よければね反対側もつけていきます。ここもねその完成の形が理解していればそんなに難しい話じゃないと思うので、裏側もね全般的に締め込みながら、で触ってるとねやっぱり弱いところって分かると思うので、やばいんでね、でそこはやっぱりしっかりもう一度こうやって弱いところは刺していって、でへこむようであれば少しね毛を足して固めてあげるってことをしましょう。特にこの際の部分とかね柔らかいんで。で今これ触ってチェックしてるところですね。でよかったらね、だいたいここまでできたら首元、ここのね肉付けをしていきましょう。ちょっとざっくりだけどね。フレームタイプの作品でもやっぱりここの肉厚も必要だし、ここの胸とか首の幅、これもねかなり重要になってくるので、作品のバランスとして、だからここもしっかりと作ってあげてください。はい、こんなところでね顔のベースはこれで完成になります。はい、今回のパートでは根毛用量、それから耳の作成、装着までね一気にいきます。今回キジトラでメインに使う色はねこの4種類を使います。今ね一番最初に準備した色はカシっていうね色なんですけども、でその次ねこの明るめの茶色はね柴犬とかに使うような毛色を使います。これをね1束5センチくらいでカットしてるんだけど、まずカシはそのまま1本丸々と、でそれに対して柴犬系の毛色を4分の1で、今ねちぎっているこの焦げ茶、これはバッファローなんだけれども、これを4分の1同じようにこういう風に合わせます。はい、ここからはね単調な作業になるんで4倍速にします。でね、大体ねこうやって3色4色をね混ぜるとね深みのある色が作れると思うので、今回はねこの3色をキジトラのベース色にします。でね、もうこれをねこの割合で作れるなって思ったらね、一気にねもう量を作ってしまいます。混毛してね。っていうのはね、やっぱりこのちまちま作ってると、なんていうかな、この植毛してる時に途中で毛がなくなっちゃって、でそこで一回集中力切れちゃうから、僕はね結構な量をね一気に混毛してしまって、それで作業に取り掛かるようにします。じゃないとねこうなかなかね同じ割合では作っているんだけれども、やっぱねどうしても微妙にね毛色の違いとかも出てきたりもするので、まあ可能ならね最初にこうやって作っちゃった方がいいですね。もちろんね最初の頃ね量がわからないからなかなかねどれぐらい準備していいかわかんないと思うんだけれども、まああんまりね余すことはないと思うから、足りなくなることはあっても、まあ、少しね
多いんじゃないかなっていうくらいでね用意しててもいいかもしれないですね。でこれね毎回こうやって混ぜる色が必ず全てなんていうかな綺麗なこのね混毛した色に揃う必要ないです。微妙にねそれはねちょっとぐらいね色の差が出ても構わないです。だってね動物の毛色って綺麗な染めたような一色じゃないじゃないですか。いろんな毛色が混ざってるからね。だからねそんなにミリミリ細かくこれもね若干まだらの状態なんですよ。そこまでね綺麗に混毛してない。もちろんね濃い色がね束になってたりとか明るい色がね束になってるのはちょっと目立っちゃうからそこは混毛するんだけども、でもねそこまでねほんとすごく綺麗に混ぜ合わせた色にする必要はないです。これね僕の混毛のやり方ってこうやってねブラシ一つに対してこう指でね引っ張ってやるやり方なんだけども、これはねそれぞれね自分の今の混毛の仕方でいいです。でブラシ2つでねガシガシやるのもいいし、僕もね以前ねブラシ2つ使ったんだけども、まあ確かにね早いような気がするんだけれども、結局ねなんか毛の向きいろんな方向に向いちゃうからこっちの方が早いし綺麗だなと思ってね。綺麗だっていうのはなんていうかなこの毛の流れが綺麗に作れる。ブラシでね2本でガシガシやっちゃうと毛がすごく傷むような気がして、で今このやり方にしてんだけども、はい、ここからねちょっとね白単色をねほどいていきたいと思います。で必ずねこのほどくっていうかほぐすね、これメリノだからこう綺麗に初めから揃ってるじゃないですか毛の流れで。そのまま使っちゃうとなんていうかな綺麗な毛並み表現できないから、必ず単色で使う場合も絶対にこうやってほぐしてあげること、これはね絶対にやらなきゃいけないことです。はい、してね白の他にもねこれはバッファローそのまま単色でさらに使います。なのでこれもちょっとねほぐしておく。でこれ単色で使うっていうよりもさっきね3色一番最初に作った3色のベース色に混ぜたりして濃くしたり、さっきの白はベース色に混ぜて薄い茶色を作ったりとか、そういう風にね使っていきます。こんなね4色を準備して今回は進めていきます。耳はねこうやって薄くできてる耳に対して毛をね植毛というかね貼り付けていくということですね。でさっきのねバッファローと混ぜます。耳の裏ってさ結構色濃いめでしょ。もちろんその子の個体差によるんだけども、平均してね耳の後ろの毛って体の毛よりも少し濃いめになってるはずだから、そこの毛色をしっかり見て色を調整してこうやって貼り付けていってあげる。もうそのまま毛の流す方向だけを考えて、あとはもう貼り付ける。で今これ叩いてる針はスピード針です。でスピード針でこれ刺すというよりも叩きつけて貼り付けるという感覚です。この耳のベースあるじゃないですか。こうやって上から叩いて針がこのベースを突き抜けないように刺すんです。これを力入れすぎて突き抜けるほど刺してしまうと、これね耳を剥がす時が大変なのと、反対側にこのね今貼り付けてる毛が飛び出ちゃうので、やってたらね少なからず突き抜けちゃうんだけど、でも感覚としては突き刺すじゃなくて貼り付けるっていう感じでやっていってください。でね今これ少し薄い色になったの分かる？だんだん色を薄くしていく。で濃い方と今かぶせた色のこのなんていうかなグラデーションになるように、上の方はちょっとねこう貼り付ける厚さを薄くして、そういう風に調整してあげたりとかね、そこは工夫してあげる。いきなり色が変わらないように。
僕はねやるときにだいたい左右の耳をね同時並行的に進めていくんです。その方がね色も合わせやすいし形もね見ながらできるので、この辺はねそれぞれいろんな耳の作り方もあると思うので、やったことない人はね僕のこの動画ねちょっと見ながらで、もしスピードが速ければね倍速遅くして見てもらえればいいし、でもうすでに自分の耳の作り方確立してる人、例えばほら素材を違う素材で使う人もいるじゃない。そういう人はねこのパートは飛ばしてね次に進んでください。で今こうやって貼り付けてったね毛のところで際の部分がどうしても薄くなってね地肌っていうかねそのベースの部分の色が出ちゃってるので、それをね見えないようにまた刺していってやる。少しね端っこの方までねして耳のベース全部につける必要はないけれども、実際に作品の大きさと顔の大きさとね見比べたら耳のどの辺りまでねこうやって毛を貼り付けておけばいいかなっていうのは分かると思うから、少しね耳を装着する部分のり面っていうかな、その部分も含めて毛は入れといてあげる。後で足りなかったら困るからね、多い分には問題ないけどね。これね3本針でね細かくこうやってね叩いていきます。これはね散々ねスピード針で叩いて今ねこれ画面上じゃわからないけども、結構この叩いた表面がねどうしてもこの針の針の穴ができてるから、今これで使ってる針は仕上げ針、細針です。で今これはねスピード針なんだけど、今この時点でスピード針を出してきたのは端っこの毛をねしっかりつけたいからです。でこっちもね薄いところ今つけていきます。でこれもね仕上げ針で細かく叩いていきます。でそのスピード針で叩いた時のこれねこうやって叩くと針の穴が見えると思うから、それをね埋めるようにして仕上げ針で最後上からね叩いて針の穴を消してあげるっていうかな、目立たなくしてあげる、その作業は絶対に必要です。これで今画面でも多分分かると思うんだけども、針の穴が見えるよね。結構毛の表面が雑というか粗い状態だから。で今はこれ仕上げ針で細かく何度も同じとこ刺してあげる、叩いてあげるっていうかね。それをすることである程度そのスピード針で開いた穴っていうのはきれいにすることができるから、これね穴が目立つうちはしつこくやってあげる。ただし仕上げ針だと針細いから結構スカスカ入っていっちゃうから、裏側までねこうやってね突き抜けないようにしてあげるのが大切です。でひっくり返したらこうやって反対側も結構ねなんていうかな毛羽立っちゃってるから、もう一度潰してあげる。だいたいこんなところはね、よかったらね、バリカンでもハサミでもいいのでカットしてあげる。こっちもね裏側をしっかりと整えてあげる。整えながらさらにね毛羽立った分寝かせてあげて薄くしてあげるっていうかな、この際の部分は。これもよかったら無駄な毛をカットしていきます。はい、こんな感じでねまず植毛というか毛の貼り付けは終わりです。でここからは次に何をするかというと、ピンクの毛を貼り付けていきます。でねこれもねなんていうかな、
厚くねやる必要ないです。結構ある程度薄くていいです。とにかく毛をね貼り付ける工程でこの反対側に飛び出ている黒い部分、あれが見えなくなるぐらい隠すような感じで、スピードバリを使ってるんだけど、これも叩いてしっかりと隠してあげる。このねピンクの毛もその子にモデルの子によるけど、あまりね白々しい真っピンクだと急にぬいぐるみ感出ちゃうから、その使うピンクの色もね気をつけて、肌色に近いピンク使うとか、なるべく自然に見えるようにしましょう。このね今ピンク貼り付けてるのもしっかりと叩くです。でこの時は本当に裏側に突き抜けないように気をつけてください。じゃないとさっきね植毛したっていうかね貼り付けた毛色、そこにねピンクが飛び出ちゃうから。でね毛が足りなかったところはこうやって少量付け足してまたね叩いて補強してあげる。はい、大体ねこんな感じで仕上がります。で次ね今度この耳の際をねきれいに整えていきます。耳作った時にもね出したけど、この蓋とかを使って、透明な方がね使いやすいんでね、こういったものを利用するのはおすすめです。どうしてもねここの際の毛が浮いてるので、それをしっかりと刺してやる。でこの時ね結構蓋と蓋なんでぐっと上から押し付けてやってます。形を整えながら浮いている毛をしっかりと貼り付ける、差し固めるっていう感じですね。でとにかく耳はこの薄さね、この際の薄さ、これで見栄えがだいぶ変わるので、とにかく耳を薄く作ること。だけど耳全体をペラッペラに薄く作っちゃうと強度がなくなっちゃうから、そうではなく薄く見せるために耳のねこの今やってるね際だけ、ここをねどれだけ薄っぺらく見せるかで、耳のね中央付近はねそれなりに厚くても大丈夫なんですよ。とにかくこの際、これねここをどれだけ薄く見せることができるか、ここねすごく時間かけてやった方がいいです。結構ね上手に作ってるのに耳分厚くてもったいないなって思う人結構いるので、ここね。で今回はですね、今アイロンが見えたと思うけど、簡単にね耳の際をね薄くする方法を見せます。これはねヘアアイロン、カールアイロンっていうのかな、9mm のやつなんだけども、これね使ってます。これ普通のアイロンでもいいです。別にカールアイロンっていうかな、これなんじゃなくてもいいです。で今とりあえず挟みますけど、別に挟む必要もないです。上から圧着すればいいので。でこの手のアイロン細めのやつがあったらねすごく便利だと思いますよ。とにかくこうやって際を押さえてあげて、でどうしてもアイロンを押さえたとこね毛色がテカっちゃうんで、ちょっと軽く全般的にはアイロン当てた方がいいんだけども、しっかりとねこうやって圧着してあげると結構簡単に平べったくなってくれるので。で要すればここねアイロン当てるとこう少しね湿らせてあげるといいですよ。この際を少し水で湿らせてあげて、で水分飛ぶまでこうやってグッと温めてあげる。するとねかなり平べったく薄っぺらくなるので、このヘアアイロン、カールアイロンっていうのは専用で細めのやつ持っててもいいんじゃないかなと思います。結構ねやっぱりトイプーとかああいう作品、カールしてる毛を表現するときに結構使えるので、補助的にですね。はい、こんな感じでねアイロンで当ててやるとかなり
薄くできます。でもまずアイロンだけでやるんじゃなくて、最初の段階でしっかりと薄っぺらく差し固めてあげて、その補助としてアイロンを使ってやるっていう感じの方がいいです。でね、今すでに作業に入ってるけども、まあつける時の耳の形イメージしながら立体的になるようにね、まあ耳の3分の1ぐらいをこうやって折ってあげる。でこういうふうにね、接地面をこういうふうにこういう形にしてやってもいいし、こういうふうにね、こういう形でくっつけるのも別にどちらでもいいです。自分がねつけやすいやり方、そして耳がねしっかりと表現できる方法でやってみてください。でね、耳の装着位置がだいたい良かったらね、僕の場合はねこうやってもういきなりね耳をつけちゃうんだけど、これでやめた方がいいです。みんなは待ち針とかああいったものを使って一度しっかりと仮止めして耳のつける位置、それから長さ、そういったものをねちゃんとバランスを見てからやってください。僕は慣れてるからね今これをやってるだけであって。でこの耳をつける時の長さ、それがね結構みんな悩むと思うので、これを思い出してください。まあベースの時につける耳の長さって大体まあ顔の半分よりちょっと長いぐらい、こうやって耳をつけた時に大体こう3等分できるか、それよりちょっと長いぐらい、それはねもうその子の個体によって変わるんだけれども、大体それぐらいでつけておけば、僕の植毛方法でなんていうかな、猫をね作っていくんであればちょうどよくなります。ただねその植毛方法がね、植毛がこう結構毛を立たせる植毛の仕方だと短くなっちゃうかもしれないから、ここはね一つの目安にしてもらって、あとはね作品を何度も作って自分の適切な長さっていうね、それをね感覚をねちゃんと自分の体に染み込ませるようにしてください。でね、今これ画面でやってるのは耳を装着し終わったんだけど、もう長さも場所も OK なので、しっかりとつけるために上からね、なんていうかな、綿々を貼り付けて完全に固定していきます。でね、これ今耳の際刺してたでしょ。これ何のためにやってるかっていうと、耳の形きれいに整えるためなんですよね。これまた後で言います。こんな感じでね、3分の1にこうやって折り込むために、ちょっとこう折りやすくするために跡をつけておく。で左右位置関係、それから長さを合わせます。でこれ僕もまたねいきなりやってるけど、みんなは待ち針とかでこうやってね仮止めをした方がいいです。でこっちはね顎の関節の部分のやや上につけるね、エラの部分っていうかな。で耳の形をしっかりと見せれるように整えながらつけていってください。こうフレームタイプの作品の時ね、後頭部がないからちょっとね引っ張ったりしてこうねうまく刺してあげてください。であまりね邪魔な部分はねハサミでカットしちゃえば OK です。でね、耳の際見ててくださいよ。ここ今刺してるとこがね膨らんでるとちょっとね猫らしい耳の形にならないから、ここをね形整えるようにしてください。ちょっとね今ねこれ耳の後ろね白い毛が出ちゃってるよね、刺しすぎて中から。で結構そんなミスも結構起きるので、ああいう部分はね後からね修正しなきゃダメです。
外側を刺すだけじゃなく内側からもね刺したりして突き抜けないようにね気をつけながらして耳の形を整えて、でよければ上からねわたわた貼り付けてしっかりと固定してあげる。で今ねこの刺してるこの頭の天骨部分っていうかな、頭頂部、ここはその耳のねこの貼り付ける時にこう耳の余白部分をこう固定したじゃないですか。だからその分ねベースが高くなっちゃってるんですよ。頭が高くなってるから、そこをね高くなりすぎないように耳を作る時にあまり分厚く耳を作っちゃいけないし、でどうしてもそれでもね高くなっちゃうから、この時に形を整えながらしっかりと全般のバランス見ながらやっていってください。今ねこれはね耳たぶ作らないんだけど、この辺にちょっと切れ目というかな耳の段差をつけてあげるとそれっぽく見えるんで、その程度で耳たぶを作るならその程度で全然十分です。もちろんねこの耳たぶすごくしっかり作りたいという人はね全然作っても問題ないんだけど、ただ分厚くならないようにね十分注意してやってください。あとねこれ耳の角度見てほしいのね。前にしっかり倒れてるの、耳がね。でこれフレームタイプだとみんなね耳がね後ろに寝ちゃうのね。でそうなっちゃうとかなり前から見たら不自然になっちゃうから、とにかく耳は前に倒すっていうことを、ね、意識してください。はい、今やってるのもね耳をね前の方に倒すようにね微調整してます。これぐらいの今見えますかね、横の角度で耳の際とかね、こういったところもしっかりと整えながらね、全般的にこう耳の形整えながらやっていく。猫らしい耳の形ってあるじゃないですか。あとウサギっぽい耳の形とかね。で結構長くなったり耳の先端部がこうすごく丸くなったりしてウサギの耳みたくなる人も結構多いので、そういうところね十分注意してください。はい、最後はね指でしっかりと耳を整えて終わりです。はい、今回はここまで。はい、今回のパートでは植毛にね入っていきます。で植毛に入る前にね一旦ねこうやって薄めのペンで虎模様どういう風に入ってるかっていうのをね下書きをします。で僕の植毛はね植毛方法は基本的に顔の植毛をするときに模様を入れるときねこういう虎模様とかは植毛全体の植毛が終わってから後から僕は柄を入れる手法をとっています。なので今ねこの段階で下書きをしていても結局ね植毛して毛に埋もれちゃいます。でもう一度ね後からねその植えた毛の上からもう一度この同じように模様を描くので、今ここで描いてる意味っていうのはその本番ね実際に毛の上に軽くね模様を描いていくんだけど、それのね練習っていう意味合いと、あとね実際に今この状態で模様を入れたりね鼻の位置とかねそういうものをねしっかり明確に描いて表すことでこう完成のイメージが湧いてくるので、もう何よりでも一番大きいのは、実際にマーキングする時の下書きをこの時点でやってるって思ってもらえばいいと思います。はい、だいたいこんな感じで、ね、イメージができてきたら、今回はね首元の植毛をしていきます。で首元の植毛はねなんていうかな、これは後から入れるんじゃなくて、ここはね単純な作業なので実際に植毛しながら模様も入れていきます。で動画はね今3倍速で流していきます。このね細かい植毛のやり方っていうのをね過去にこの動画出しているので、こちらでね詳しく説明しているので、この動画ね見たことない人はそれも合わせてみてください。こちらでね細かく説明してます。こっちでもね簡単に説明していくと、今ねこういう風に刺しているんだけども、だいたいね僕はこの刺し固めるとこの幅をだいたい3ミリぐらいをね幅取ってね刺すんです。
やってまず毛の流れを合わせてこうやってまず刺してあげる。でピンポイント線で刺すんじゃなくて面で刺すんです僕は。でその時にその面の幅が3ミリになるように刺してます。で1列終わったら2列目をこうやって刺していきます。この今針で刺しているところのこの幅ですね。この幅が3ミリになるように刺してる。まあ大体でいいんですけどね。でしっかり折り返してあげて、よかったらまた毛を整えて次の列に入る。でこのかぶせてる部分ね、1列目の毛に少しかぶるようにして隙間を空けないようにして刺してやる。まあこれはね、このやり方もいろいろなんだけれども、まあちょっとやったことない人はね、このやり方でやってみたらいいんじゃないかなと。ここはね、首元はね、簡単な形で複雑な形をしてないので、多分毛はね入れやすいと思うからサクサク進むのね、どんどん進めていく。でもかといってね、早く進めたいからといってこのね貼り付ける幅3ミリから5ミリとかにしちゃうと、短毛の子を作ってるからね、長毛種だったらいいんだけど、短毛の子でこの今刺してるねこの幅を広くしてしまうと、植毛の作業自体は早く終わるけれども、最後ね毛を刈った時にもうハゲができたりとかねするから、ここめんどくさがらずにしっかりやること。はい、ここねちょっとねスピード落とすね。ここから縞模様を入れていきます。で今ね毛色見てもらったら分かると思うんだけど、限りなく白に近い茶色、ベース色ね、混毛の時に作った色、基準になる色を今入れてます。で白い毛とかなり混ぜてます。でいきなりねこう色が変わるんじゃなくて、このまずは薄く1線、この白に近い茶色をね入れてあげる。でこのかぶせるこの厚みっていうかな、この毛の量見てほしいんだけども、そんなにね分厚くしない。分厚くしちゃうとねやっぱり線が太くなっちゃうので、これはもう模様の線そのものじゃなくて、模様の線を入れるための下準備なので、グラデーションなんで、ここはねこうやって針先1線だけ入れるだけですぐ折り返して抜けないように刺してやる。これを必ず入れてやる。これを入れないでやっちゃうからすごく白々しい虎模様になっちゃう。でここから縞模様を入れていくんだけど、今ね手で触ってたね濃い色がバッファローして、この今やっている毛は混毛の時にね3色合わせた毛、これをね入れていく、このグラデーションを少しずつ濃くしていく。今これグラデーション2色目で、こうやって1列入れたら折り返して刺してあげる。であまり分厚くならないように入れてやる。このグラデーションを何層入れるかで毛のね自然な色の変化を見せれるので、ここもねめんどくさがらずに、やっぱりねこのグラデーションの、ね、変化はね1色じゃなくて、2色ぐらいは使ってあげた方がいいです、なるべく。本当に綺麗にやる人はね3色くらい入れるんだろうけど、2色3色入れてあげる。徐々に濃くなっていく。でね次いよいよ本格的な縞模様を入れるんだけど、今ね見て分かるように混ぜてるんだよね。バッファローだけじゃ濃すぎるので、バッファローとあとはその3色混毛した基準になる毛ね、あれを混ぜて色をちょっと柔らかくしてます。
でグラデーションの時よりも厚みが出るよ、厚みっていうかね、毛の量を増やしてちょっとやってますね。でこれもね、どれぐらい刺したら模様が太くなるんだろうっていうのはね、これなかなか口で説明しづらいから、やっぱりね、こういうのは自分でしっかりやってみて体験することが大事なんですよ。もうすぐにこうみんな結構答えを求めがちなんだけど、そうではなくて、まずやってみる。で自分で感じてみるっていうのが大事。その上で分からなかったらね、こうやったけどなかなかうまくいかないからどうしようかなっていうようなね、質問してくれるとこう答えやすかったりするので、まずはね、だからやってみてください。こんな感じでね、入れてあげます。でここからね、さっきの逆順になるので、同じようにいきなり白を入れるんじゃなくて、またここをねグラデーションさせていきます。はい、ここからね同じような作業になるので3倍速にしていきます。とにかくね、縞模様を入れるときは必ずその本当のこの縞を入れる部分の前後に必ずこの柔らかくするためのグラデーションを入れて、急激な色の変化が起きないように必ずこの処理をしてあげることでね、今回本当はね2色やっぱりグラデーション入れた方がいいんだけど、今回ねこのまま白をね入れていきます。でどの時点でカットしたらいいかっていう話なんだけど、これね単色でここに模様が入ってなかったらね、僕はもう少し、もうとっくの昔にねこまめにカットしながら進んでいくんですよ。だけどこういう風に縞模様入ってる時は、なるべくね全部入れてからカットするようにしてんだけど、絶対にやっちゃいけないのが、例えばこの縞模様を入れた時点でカットをしちゃうとかっていう風にやっちゃうと、次ねその上にカットした後にこうやって白い毛を入れちゃうと、そこのね段差、模様の見え方不自然になっちゃうから、絶対にそれはしちゃダメだから、これぐらいのね複雑じゃない形のところをこうやって模様を入れるんであれば、首元とかねこういうところであれば一旦全部入れてから後からねカットした方が多分ね綺麗になるので、そんな風にちょっとねやってみてください。今やってる作業もね、次の縞模様のグラデーション1色目を入れてるっていうところですね。で今ね2線目を入れてんだけど、首元に1本2本模様を今回入れてんだけど、例えばねその1本目は濃くて2本目は薄い毛でね表現しなきゃいけないとか、そういう風にこうモデルの子を見て、そこの縞模様の濃さっていうのも意識しながら作る。で今ねこれ見てわかるかな、両サイドを濃くしてるのして、ほんと首元喉仏のところは薄くしてるのね。でそういったねちょっと微妙な変化とかもなるべくこうモデルの子の写真を見て見逃さないようにしてあげることで、なんていうかな、この縞模様たった1本1線でもその中でもこう模様の色の強弱とか、あと色の濃さの変化をつけることができるので、そういうところをね細かくやってあげる。これをねやっぱり縞模様だからってもう常に同じ濃さの毛色をねこう均等に入れてると、やっぱりどうしても不自然っていうかね、ぬいぐるみっぽくなっちゃうので、とにかくやっぱりそういう細かいところをやってあげる。僕の植毛はねどちらかというと比較的ね大雑把な方です。これはあまり僕は植毛綺麗じゃないので、本当ね僕より得意な人いると思うんですよ、これ見てやってる人でもね。でそういう人たちからしたらね、もう全然本当僕のやり方は雑だと思うんで、本当ね綺麗にやる人はもっとね細かく、この1回に入れる毛の量もものすごく少ないし、もっとねこの根毛も丁寧だし、最初はねこうやって
荒削りでいいと思うんだけれども、やっぱりそこからどんどんよりいいもの、よりいい技術を手に入れて、どんどんこうね、自分の技術を上げていってください。いつまでも僕のやり方を真似しちゃダメ。やっぱりどんどん上手い人のものを取り入れていくっていうことをやってください。はい、毛を入れ終わったらね、ブラシで毛をね、全体的にしっかりと起こして、はい、バリカンでカットしていきましょう。これね、最初ね、この顎の下、バリカンの刃がね、なかなかね、入れるのが難しいと思うんで、まず最初はね、長くてもいいんで、大雑把にまず切ってやる。で、少しずつね、刃の角度を変えてやっていくんだけど、これね、バリカンちょっと使い慣れてない人はここ難しいと思うので、まあハサミでね、こまめにカットしていってください。今ね、バリカンの刃に油入れてたんだけど、やっぱりね、こうやってカットしてたらね、どんどん切れなくなってくるし、毛もね、刃の間に詰まってくるんで、時々ね、掃除しながら進めてください。あとね、これ乾電池式なんだけど、単3で動かしてんだけど、電池もね、結構消耗早いので、電池もったいないからって、こう威力がだいぶ弱って止まりそうなやつをね、無理くり使ってると、買ってる途中でね、ピタッていきなり止まってね、刃がね、毛に絡んだりとか、結構ね、失敗する原因になるんで、電池はね、なるべくケチらないのと、まめに手入れするのをね、忘れないでください。結構ね、上からばっかり買ってるとね、後ろの方枯れてないんで、今みたいにね、裏面にして余分なとこをがっつり買ってあげて、また起こしてあげて、こうやってね、もう何度も買っていくんですよ。もう一発で決めようっていうのも絶対基本的にないので、僕はね、慣れてるからこうやってね、首の下とかもバリカンで全部やっちゃうんだけども、やっぱりこう難しいと思うので、もう慣れない人はね、ハサミで確実に手で切ってあげるっていうことをやってください。はい、首元の植毛と模様の入れ方をやりました。今回はね、ここまでです。はい、今回はね、いよいよ顔の植毛に移っていきます。で、今日ね、この工程で仕上げていくのは、今入れてるようにね、顔の横から顎周り、それから頭のてっぺん、顔のね、周りをね、ぐるっと囲むようにして植毛していきます。で、まあ、ここのね、植毛の動作っていうのは、まあ、単純作業になるんで、まあ、ちょっとね、3倍速で流していきます。で、必要なところね、見たいところは、倍速落としてね、見てください。で、まずはね、この顎のラインから攻めていく。で、今ね、この刺してる、この刺し幅。ここは単毛種なので、まあ、せいぜい3ミリぐらいの刺し幅にしておく。で、毛の流れをしっかり考えて、折り返したら抜けないようにもう一度刺してあげるね。で、この辺のね、工程がわからない人は、まあ、一つ前の動画に戻ったり、あと今この画面に出してるね、単毛種の植毛方法っていう動画、それからもう一つ、この動画ね、3種類の植毛方法。で、ここで植毛の方法について詳しく説明をしているから、見たことない人はね、これもね、見ながら一緒にやっていってください。まずはね、しっかりどんどん進めていく。で、単毛種だからね、やっぱりその毛の密度をある程度しっかり作ってあげないと、カットしてからザンバラになっちゃうから、どうしてもね、植毛作業は早く進めたいから、どんどん植えていくんだけど、このね、毛の入れる密度とか感覚っていうのをしっかりね、こまめにやっていかないと、後からね、修正が大変になっちゃうから、もう植毛は時間をかけながらやる。ここで今手元見たら分かるけど、毛の色変わってるよね。茶色い色から白にグラデーションさせて、今は白をさしてるんで、ここのね、この毛の変化のところもすごく大事になってくるから、しっかりやること。はい、これぐらいね、毛を入れたらバリカンもしくはハサミでね、カットしてください。で、顔のね、もう植毛はね、こまめにカットしていく。首元の時はね、形が単調だから全部入れてからカットできたけど、
顔の場合はもう凹凸の表現がねいろんなところで変化させているので、それを見失わないようにこまめにカットしていく。でバリカンでね切り取れないところはやっぱり細かいところはねハサミが一番役立つので、しっかりねトリミングしながら進めてください。ここもね今新しい列を植えてんだけど、植える時にこの前にね植えてた列に少しかぶるようにして、なるべくこの植毛と植毛の隙間が開かないようにやってあげる。でねもちろんカットした時にザンバラにならないように毛の密度はある程度入れるんだけど、かといって密度濃すぎるのもダメね。毛が全部立ってしまうから。今ね頬骨のラインに差し掛かり始めてんだけども、でここはね形がやっぱりちょっと複雑だから、今まで顎のラインやってた時よりも一度に植える毛の量をね少なく調整してるんだよね。でこういうところを一気にね今までと同じように毛の量を取って一気に植えちゃうと、どうしてもね顔の凹凸を見失っちゃうので、こまめに進んでいってこまめにカットしてやる。して複雑なところは少ない量を入れて少しずつ様子見ながら進めてやるっていうのが大事ね。でねこの辺からね顎に移ります。これね別にね順番はどうでもいいです。本当に顔の外周まるっとぐるっと一周してから2列目いったっていいし、それはねやりやすいようにやったらいいんで。だけど僕はね一応これぐらいの感覚でやってるかな。ある程度片っぽのねほっぺたをやっつけて、で顎周りを植毛して、で反対側に移って最後に頭のてっぺんの方をやるっていうようなね流れにしてます。これはねやってるうちにそれぞれね自分のパターンっていうのが出てくるから、やりやすい方法がね必ずこうやってやらなきゃいけないんだよっていうことじゃないから、そこは勘違いしないようにね。この今口元顎ラインやってるんだけど、ここもね首元との段差があるから結構ねやりにくいから、ここもね少しずつで、ここねバリカンの使い方結構難しいから歯立ててやってるんで鋭角にやるからね。でこうやってハサミと併用しながらやらないと、結構ねバリカン刃を立ててやるっていうのは結構リスク高いから、慣れないうちはねほんとハサミだけでやった方がいいと思う。はい、ここからはねちょっと単調な同じ作業になるので、ね、解説しないんで、ちょっとね動作だけ見てください。はい、ちょっとねバリカンの入れ方借り方についてねちょっと解説しておきますね。
でしっかりねこうやって植えてバリカンで刈ろうと思った時ね、必ずこうやってブラシで毛をしっかり起こして、そして少しずつでいいからカットしていく。少しね長めにカットする。一気にね仕上げようとしない。してある程度カットしたらもう一度ブラシを入れて毛を起こしてから浮いてる部分をねカットしていく。ここはねもう慎重に左右のね毛の長さ合わせながら。でもこれでまだ本決まりじゃないんで、最終的にねまたねカットしたりするから、まずはこんなもんにしておく。でよかったらね引き続きどんどん植毛を進めていきます。でねこれねどうしても右利きだから僕は、だから作業するときに必ずこうやって顔をひっくり返してやるね、こっち側の右半分の顔はね。でその時にみんな気をつけてほしいのが、やっぱり毛の流れがちょっとね逆さまになっちゃう分、しっかり気をつけてやらないと左右ね非対称になっちゃうから、そこはね気をつけてやること。多分ねほとんどの人右利きだからこういう風になると思うんだよね、毛の入れ方。はい、両頬ねいい感じなんで、ここからしっかりとね下顎までね全部ね毛を入れます。ここね人によっては作品の大きさとかにもよるんだけれども、この辺をねしっかり毛入れないで植毛しないで、要はねなんだろうな、メリノとかを使わずにコリデールとかそういったものを使って、ひげ袋や下顎とかを差し固めで作るの、別にそれは全然それはそれでありね。だけどある程度作品の大きさがね大きくて、今回 12mm サイズ使ってるし、それくらいの大きさになってくるんであれば、できる限りねやっぱりこの下顎、それからひげ袋もね植毛してあげた方がやっぱりリアルさは増すから、ぜひねここもね植毛でチャレンジしてほしいんだよね。でこれぐらい入れたらしっかりカットをしていく。でこの時はねもうねハサミでやった方がいい。ここは結構複雑な形になるから、ハサミでこまめにカットしていって、で形を整えながら様子見て、やっぱりねそうだね、多分結構みんな勘違いしてることがあるだろうなって思っていて、やっぱりねこの一手間二手間ぐらいでねしっかり作ろうとしすぎなんだよね。やっぱりねそんなわけにはいかなくて、もう一手間二手間どころかもう何手間もかけて、何度も修正して、何度も微調整してっていうことの繰り返しの作業なんだよね。だから決してこうなんていうかな、すごくリアルに作れる人たちがこうもちろん技術力もあるけど、その技術力があるからこうしっかりうまく作れるっていうよりも、そのリアルに作れるのはとにかくどれだけ細かいことを当たり前にやってるかっていうところの違いなんだよね。でもその当たり前の基準値がちょっとまだみんなにはねそこまでちゃんと作り込んだことがないから、これからついていくんだけども、とにかくねそこの基準値が違うから、初めからねうまくいくなんて思わずに、とにかくもうまくいかない、だから微調整する、修正する、細かく作る、それの繰り返しなんだよっていうふうにね思っておくと、結構ねうまくいかない時にがっかりしないから、
これが当たり前だなって思っておけばねいいよ。僕もねこうやってね作りながらね毎回これかなり不安になりながらやってるから。今例えばね顎周り下顎やってるけどカメラも回してるしさ、結構失敗できない状態の中で作ってるから、これねカメラ回してなかったら関係なくやるんだけど、やっぱりみんなにこう分かるように見せれるように作ってるしね。で作りながら今これちょっと毛入れすぎかなとかね、これカットしたらちゃんとなるかなって思いながら作ってるから。まあ僕もそんな感じで作ってるし、きっとね他にね僕よりうまく作ってる人たちもね同じような感じだと思うから、もうみんなもねだから変わんないのさ。だからねもう自信を持てっていうのはちょっと無理かもしれないけど、とにかくねなんかね不安になりながら作るもんだなって思っとけばねいいよ。でそれがね何度も何度も作ってるうちにそれが当たり前になるし、今全然なんか本当に大丈夫かなって思うけど絶対にちゃんとできるなっていう自信に変わるから、それぐらいにね変わるまでね作り込むといいよ。何度も何度も。今ね混毛してるんだけど、これはね今何やってるかっていうと耳の前の毛を入れるんだけども、耳の前はね猫の写真とかよく見たら分かると思うんだけど、その子のモデルによって違うけどね、だいたい多分耳の前結構明るい色が入ってると思うから、これは茶色よりね今見たら分かると思うけど少し明るい白混ぜて明るい色にしてます。で僕は後からね模様を入れていく植毛の方法だから、比較的楽に植毛を進めれるんだけど、ただこのベース色っていうかな、この模様を入れる前のこの植毛のカラーをやっぱりここはなんていうかな単調な色にならないようにやっぱりいろんなところ場所でしっかり変化をつけてあげる。今入れてる場所は今度濃い色を入れてるんだよね。耳の真ん前の毛は明るい色を入れて、でそこから前のラインは少しずつ色を濃くしてあげる。でそれは何で判断してるかっていうと、モデルの子の写真をよく見てそのベース色っていうかな模様なしで考えた時にどの部分がどういう色で構成されてるかっていうのをしっかりよく見て、それをねそのまま表現してあげるだけだから、明るい毛を入れる場所もあるし暗い毛を入れる場所もあるしっていうところをねしっかりと見ながらやってあげる。これを結構みんなやっぱり面倒くさがっちゃってこう全部ねこの茶色の一色とあと白一色顎周り、そこの間のグラデーションをちょっと入れるだけぐらいにしちゃうとやっぱりねなんか出来上がりがすごくぬいぐるみ感が出ちゃうから、どんなにいい作品だとしてもねやっぱりこの毛の色の変化細かいそこをやっぱり自然に見せるためにもここはしっかりねどこから色が濃くなってどこから明るくなるのかっていうのをちゃんと表現してあげる。で今ね頭の天骨に移るんだけども、ちょっと耳を装着した時を思い出してほしいんだけど、耳の裏って濃いめの色を入れてるじゃない。で頭の天骨もやっぱり少し濃い感じの色にしていかなきゃいけないから、顔に入れてる毛よりこれ今濃いよね。耳の色とかなり近い色を入れてるから、やっぱそういう風に色の変化をしっかり場所ごとにつけていく。これ今ね見て気づいた人いるかもしれないけども、この差し幅、今これ見てほしいんだけどね、まずこうやって刺していくよね。でこの刺し幅、刺してる幅、貼り付けてる幅ね、これ見ててほしいんだけど、短毛種だから顔の横のライン入れるときは3ミリって言ったけど、これ広いじゃない。今これ5ミリぐらいにしてんだけど、要は長毛種の植毛の方法の時と一緒にしてんだけど、頭の天骨はね僕はこういう風にやってる。短毛種の時にもなぜかっていうと、
しっかり寝かせれば問題ないっていうことと、あとね、どうしてもここ毛の密度を濃くしてこのね、貼り付ける植毛のこの幅がね狭すぎると毛がものすごく立っちゃうから、ここね頭がねカットした時も高くなっちゃうので、僕はね少し広めに取ってます。この天骨の部分は差し幅 5mm ぐらいで考えてます。である程度入れて、こうやってね僕はね耳をね倒してカットします。でこれは極細針で上から叩きつけてます。要は毛を寝かせる。こんな感じね。はい、ここからねまださらにもう少しね植毛を進めていきます。でさっきも言ったけどね、頭の天骨の部分の植毛の話で、この刺す時の刺し幅、貼り付ける幅ね、これを短毛の時なら 3mm、 長毛の時なら 5mm ぐらいがいいよって僕は言ってるんだけども、でこれね顔の中心部に近づけば近づくほどこのなんていうかな、その貼り付ける幅っていうのは広くなっていっていいです。要は 3mm から 5mm に切り替えていっていいですね。でなぜかっていうと、やっぱりこの外側、顎のライン、エラのラインっていうかな、そういうところは毛をしっかり密度濃く立たせてあげる。こう毛がモコモコ見えるようにね。だけど顔の中心部に近づいては、毛の密度はある程度入れるんだけれども、しっかりとこの刺し幅ね、今刺してるとこもそうだけど、刺し幅の幅を広くして、こうやって折り返して根元しっかり刺してね、かなり寝てるよねこの時点で。そして上からね今こう寝かしつけるようにして、要は貼り付けてるんだよね。植毛して毛を立たせるっていうよりも貼り付けるっていうイメージの方が近くなってくるんだよね、この顔の中心になればなるほど。僕はそういう感覚でやってる。ここもちょっと見せてほしいんだけど、このまず貼り付ける部分ね、この長さ、この距離っていうかな、結構幅取ってるよね今ね。でしっかり毛の流れ作って折り返してしっかり刺してあげる。そして上からしっかりと根元寝かしつけるように、毛を寝かしつけるようにして、こうやってね上からこれ仕上げ針で刺してんだよね。そしてバリカン入れてやったら、もうすでに寝た状態で綺麗に毛が出来上がっているので、あとはねちょっと少し全般的に微調整しながら毛をね少しずつカットしていく。今このやってる顎のラインとかね、ここもねしっかりねやってやんないとなんか首元だらしなくなるからね。あとこれねフレームタイプの作品の場合、こうやってはみ出てるね毛の部分もカットしてあげる。はい、まずはねこんな感じで今回の作業はここまでです。はい、それでは今回はね顔の中心部の植毛に入っていきます。今回のこの工程をもってね植毛はね完了します。あとはね模様付けが来るんですけど、前回顔の周りを植毛して、今顔の中心部をねこの植毛していくんだけど、この配色色のねどこに何色を入れるか、明るい色を入れるのか暗い色をどこに使うのかっていうのをねちょっとねイメージしながらやってほしいんだよね。でどういうことかというと、まずはねこの完成品見てもらって、でこの配色、色をどこにどういう風に使うのかというところをちょっと見てほしいんだけど、ちょっとこれを簡単に分類するとこんな風なエリア分けになるんだよね。すごく簡単だけど、外側が濃い色が入ってて、そこから徐々にね薄い色を入れていくような。だけどその額のなんていうかな、真ん中の部分と頬骨の付近の色はまた違う色を入れてるし、で鼻筋のとこも鼻先は黒っぽくなるし、鼻のサイド横はねさらに赤茶を入れてるしっていう、こういろいろエリアによってね色分けしているので、そこをしっかりイメージして植毛していく。
もちろんねそれぞれのエリアのその色の変化していく部分、そこにはしっかりある程度ねグラデーションも入れていかなきゃいけないんだけれども、そこをね手間をかけてしっかりやってあげる。特にねやっぱ作品はねもうほんと顔が命になるから、まずそこの見た目の印象はすごく変わるので、最初の頃ってねなかなか難しいから、僕もそうだったんだけど、なかなかねここにこの細かい変化を入れていかないんだよね。どうしても毛を植えるだけで精一杯になっちゃって、でその細かいところになかなか気が回らないんだけれども、だけどここにねその配色ね、色をちょっと変化させてあげるとかねでやってってあげるだけで、全然ね仕上がりはねもうほんと作品のねこのクオリティレベルがねワンランク上がるから、だからねこういうところでもうほんと大変だけど頑張って地道にやってみる。そんな風にねやってみてください。はい、じゃあねここからはねちょっと単調な作業になるんで、今伝えたことをねそれをねちょっと頭に置きながらちょっとね作業の方を見ててください。はい、ここからまぶたのね植毛に入っていきます。でねこの時ね気をつけてほしいのは毛の流れなんだよね。まぶたの毛の流れはねかなり印象が変わるので、ここは慎重にやることでね、こういう流れでいってください。この上まぶたはどういう方向に流すのか、下まぶたの毛はねどういう方向に流すのか、これをねしっかり表現することでかなりね印象が変わるので、あと大事なのはこの目の周りだけをこの方向にするんじゃなくて、当然ねそこから流れていく他の毛と合流させて自然な流れになるようにね、目の周りだけ方向が違う毛の流れだとおかしくなるからね。そんな感じでねどんどん植毛をしていってください。はい、次ねここから頬骨付近のね植毛に入っていきます。で特にこの辺はねもう凹凸がね、激しく変わる場所なので、しっかり形を見失わないようにこまめに植毛してこまめにカットしていくっていうことをやってください。しっかりね折り返したら毛の流す方向もねしっかりと整えて、でしっかりねカットをしていく。この凹凸をみんなね見失っちゃうからこまめにやっていく。ではここからね目の下の方のね植毛に入っていくんだけども、ここの植毛する時の毛の流れっていうのをねしっかりと押さえておく。ここもそんな難しい話ではないんだけれども、目の下の毛の流れ、青い矢印ね、そこからしっかり合流するようにして毛の流れが不自然にならないように植毛していってあげる。こんな感じのね毛の流れになるんだなって思いながらちょっとねこの作業の方を見ててください。
はい、ここからはね眉間部分ね、鼻っ柱にかけて植毛をねしていきます。ここのやり方はね、僕も毎回変わるんだけど、最近やってるのはこうやってまずこう貼り付けて、もう鼻先までこのまま貼り付けていきます。でしっかりね鼻がつく部分、そこまでね全部ねこうやってねかぶせてしまう。もうほんと貼り付けるっていう感じで、これはね今スピード針でやってます。スピード針の方がね貼り付けやすいので、それが良かったらどうしても顔ね針の穴でボコボコになっちゃうから、仕上げ針、細針とか極細針で上からねさらに叩いて、刺してね、剥がれないようにしてます。それでね額の方のこの浮いてる毛はカットしてあげて、で後でね揃えてあげる。で鼻っ柱まで伸びたところはこの鼻のつく位置、この辺をねある程度ね固めて、この部分で折り返すようにしてるんだよね。であとはその折り返したものを自然な感じで流すようにしてます。はい、鼻筋のねメインの貼り付けが終わったら、次はねその両サイドがね毛が入っていないので、そこに入れていきます。この目の縁ですね。でここはねまずしっかりスピード針で貼り付けてあげる。で今特にねこの刺してるとこね、それぐらいまでいってしっかり折り返してあげて、ここね形を整えていきます。これね上まぶたとつながってる部分なので、ここのね形をねすごく慎重にやってください。でこうやって浮いてる毛はカットしてあげる。ここの部分ってねへこむ部分ね、これが結構表現みんなできないとこなんだけども、この部分ね、ここをしっかりへこませることで、かなり猫の顔のね印象をねすごくリアルな表現できるので、この細かいところねぜひねチャレンジしてみて。でね、目の下が良かったらね、いよいよこの鼻筋の横の部分、ひげ袋の上の方っていうかな、この辺のね植毛していきます。ここもね毛の流れる方向はほぼ同じような方向に流れて、あとは折り返す部分をどこにするかなんだよね。僕はね今見てる通り、この鼻筋のとこ、ここで折り返しをして、で後からねここにまだ他に毛を上からかぶせるから、今この状態だとこう毛のね境目っていうか分け目がはっきりしてるから、そこの部分をね後からしっかりぼかすんだけども、まずはねここをしっかりと毛を貼り付けてあげる。はい、それじゃね、鼻の横、今さっきね植えたところとかね、このぼかしのところをねやっていきます。今ねこの少しね赤ちゃんにしてる部分ね、この赤ちゃんの毛をね入れていくんだけども、ここでね軽くねさっきの毛の境目をぼかしてあげる。でこれはねもう素直に貼り付けるだけです。折り返したりしないで。でこれ貼り付けやすいように、赤茶のね、メリノとコリデールも少しね混ぜてます。
少し何かしら縮れ毛混ぜてあげると貼り付けやすいので、そんな風にするといいんじゃないかな。でね、大体その辺のね赤茶の表現入れてあげて、境目がねよかったらね、いよいよひげ袋の方のね植毛に入ってみる。ここもね慣れないうちはねひげ袋はさ差し固めで作ったりとかねする人も多いと思うんだけれども、作品の大きさによるけれども、頑張ってねこんくらいの作品の大きさだったらこのひげ袋とか顎の部分とかもね含めて、しっかりね植毛してあげる。そしてしっかりカットしてあげるっていうことをやってあげると、やっぱりね全然見栄えが違うからね、作品のクオリティ変わるから、ここも頑張ってちょっと今回はねぜひね植毛してみてください。でここもある程度毛の密度入れてしっかりハサミでカットしてあげて、形ね整えながらカットしていってください。ここね毛の密度が薄すぎるとなんていうかなしっかり表現できないし、かといってね量が多すぎてもうひげ袋すごく大きくなっちゃうから、毛全部立っちゃってねしっかり寝かせられて、しかもそれでいてしっかりなんていうかな、この毛の密度がある程度しっかりある状態で作ってあげる、植毛してあげるね。でこまめに切りながら形整えていく。でねこれ今やっているのはちょっとね急に白入れちゃったから、ここねグラデーションさせたいから今ねちょっとね中間色を入れてます。でぼかしてるっていう感じ。もうひげ袋とかはねもう細かいところはねハサミの方が間違いないです。バリカンじゃちょっと難しいと思うので。で今やってるみたいに頬骨のとこねしっかり刺して凹凸がどこにあるかっていうのをはっきりさせておく。ここもね慣れるまではねなかなかねすごいうわ大変だなって思うんだけども、慣れてくるとそんなすごい作業でも実はなかったりするから、ここもねぜひねもう一度やってみないことにはわからないから、とにかくねレベルを上げるためには今までやってなかったことをしっかりと手間かけてやってみる。もうこれしかないので、やってるうちに数をこなしていったらどんどんやり方も分かってくるし、自分なりのねそのやり方もできてくるし、というところでねまずはやってみるっていうことね、ぜひ挑戦してみてください。はい、ひげの植毛までね顔全体の植毛が終わったら、あとはねこの仕上げ針を使って細針ねとか、もしくは極細針とかを使ってしっかりとベースの時に作った顔の凹凸ね、それを思い出しながらどこをへこませなきゃいけないのかとかね、そこのね一回ねこう毛を寝かせることで顔の凹凸をしっかりと出してあげる。頬骨とかね、すると顔が植毛の毛で埋まってまん丸なマリモみたいな感じにはならないから、まずは一回凹凸をしっかりと表現してみるってことをやってみてください。それでね形を整えなきゃいけないところ、それからね毛が長くてカットしなきゃいけないところっていうのはこうやってね微調整しながらねやってみる。で何もねこの微調整で完成するわけではないから、ここから模様も入れていくし、で最終的にね毛の長さっていうのはまたカットしていくから、ひとまずねこれぐらいの状態を作って、まずは顔の凹凸を出すっていうことと、あと植毛のねどっか薄いところはないかとかね、剥げてる部分はないかっていうのを見ながらねしっかりと、でもし剥げてる部分があったらその部分だけね毛入れてやればいいから。
顔の形をしっかりと作ってあげる。はい、今回はね植毛3回目というところで顔の植毛ね全て完了しました。でしっかりとねそのエリアごとっていうかな、場所ごとに毛の色の濃さをしっかり変えてやるっていうのがリアルにするための一つのコツと、あとはしっかりと毛の流れを出すこと、そしてこのね最終的にしっかりと最後ね顔の形を出せるように、ベースの時の形をもう一度植毛した後も表現できるように凹凸をしっかりと出してあげる。ここまではねしっかりやってください。はい、ではね次回はねついにいよいよね虎模様をね顔に入れていきます。はい、今回はここまで。はい、今回の工程では鼻の装着、それからねいよいよ縞模様をね入れていきます。まずはね鼻からつけていきましょう。今ねこれ焦げ茶色のねメリノを指先でねじってねこう小さく米粒ぐらいの大きさ、もっとちっちゃくかしてこれをね貼り付けていきます。でこの時ね思い出してね猫顔を作る時のポイントね、レッスン1の時の話、猫の鼻はしっかりと三角形、正三角形になるように作ってあげる。もちろんね鼻の穴の部分とかは作らなきゃいけないんだけれども、全体的な形としては正三角形をイメージして作る。これがね丸い鼻になっちゃうと犬のような顔になっちゃうし、あまりね潰れた三角形にしちゃうと鼻の下がね長くなったりちょっとねバランスが悪くなるから、ここは綺麗な正三角形を作るつもりでまずは貼り付けてあげる。そしてねその形が大体できたら鼻の穴の部分ね、今見えるかなこれね、鼻の穴の部分を形をね作っていってあげる。で今ねこれね左側がね形おかしくて足りないから、そういう時はこれってね少しまた同じ色のメリノを丸めて少しずつ足してあげて形を整えてあげる。でね今見せてるのはね鼻をねフェルトで作ってるけども、これねもちろん何でもいいからね、素材は樹脂粘土で作る人もいるだろうし、あるいはね鼻のパーツも売ってるからね、そんなのでやるのもいいだろうし。はい、よければね下書きの方に入っていきます。で下書きに入る前にちょっとねこの図を見てほしいんだけど、猫のねその虎模様の入り方って基準になる形っていうかがやっぱりあって、でおおむねねこんな風に僕は認識してるんだけど、こんな感じで覚えていくといいんじゃないかなと思って色分けしてるところから説明していくと、まず赤い線ね、頭の天骨部分は今ど真ん中はさ3本で描いてるけれども、もちろんねその子によって模様の入り方本数は違うからそれに合わせてほしいんだけれども、どんなに単純に作るにしてもこのまず真ん中の3本線、長い3本線、これはね最低でも簡単に作るに しろ3本を入れた方がいいよねっていう話と、その両サイドの赤い線ね、そこも当然入ってきて、その両サイドの赤い線はどこにつながっていくかというとこの青い線ね、目頭の部分から伸びていくこの線につながるように2本ね、本当に目頭のところから伸びていくのと目の上から伸びていくこの線が合流したところの先にその赤線がある。そして本当目の端の方にねちょんちょんってある線、これもね必ず絶対大体あると思うから、猫の写真よく見てほしいんだよね。で今度ね黄色い線の部分、目尻のとこから流れる線、そしてその目の下に、これはね明確に線が入る子もいるし、ただ色が濃くなるだけの子もいるし、あとその下にねもう一本線が入る子もいるし入らない子もいるけど、大体ねこのパターンが虎猫を作る時の模様の入れ方だなって覚えておくと、結構ね個体差があっても臨機応変に対応できるから、まずは基準として持っていくのがいいんじゃないかなというところでね、まずこれを覚えておくことで、これを見ながら思い出しながらちょっとねこれから、下書きをしていくところ、それから模様を入れていく動作をね見せてほしいんだよね。はい、じゃあね実際に下書きの方入っていきます。さっきのね図を思い出してねどういう風に線が入っていくのかで、今ねこうやって書いてるけれどもベースの時にも一度書いてるからね、だからベースの時に
書いてるのはこの時にすんなり書けるように練習なんだよね、僕の中じゃ。これさっき言った青い線の部分だよね。で端の赤線の部分につながっていく。でこうちょんちょんっていうところね。あとは目尻の方に流れていく。でこのね目尻から直接流れる線ね、上の方に上がる子もいるし下がっていく子もいるし、それは個体差に合わせてしっかりね模様、写真見て模様を描いてあげる。今回はねざっくりとオーソドックスにこんな感じ。ここまで描いたらねだいたいもう完成のイメージが湧いてくるよね。でじゃあ次の工程はここからねまずね一回アイラインを入れます。アイラインね、これはね黒のメリノを入れます。でこれはね今回そのまま真っ黒なのを原色そのまま使うけど、その子のなんだろうな、モデルの子のねそのアイラインの色によってはやっぱり混毛した色を入れてあげた方がリアルに見えるし、あんまりね真っ黒すぎるとねちょっとね白々しくなっちゃったりもするから、ここの色使いもね気をつけながらやるようにするといいよ。今回はね黒を入れるけどね。でねこうやってアイラインを入れていくとまたねこの作品の目の大きさが一回りね大きく見えるようになるから、そういったところもねちょっとね考えながらっていうかね確認しながらやるといいよ。でアイラインのねこの太さなんだけれども、あまりぶっとくしちゃうとぬいぐるみみたいに見えちゃうから、ここはね太さに十分注意すること。かといって見えるか見えないかくらいにしちゃうとちょっとねしっかりとした目力のあるね作品が作れないから、ある程度は見せるんだけど太すぎるのはちょっとね厳禁で、これもね微調整しながら全般的なね仕上がりを見ながらね、ここもね何度か調整をねしていくのでね。でよかったらね反対。はい、ここからねちょっと3倍速で流すのでね作業の方見せてください。はい、それじゃあここからねいよいよ模様をね入れていきます。で今ね混毛してるんだけど、これねちょっとね手元映ってないんだけど、混毛してるのは何を混毛してるかというと、ちょっとね濃いめの色にするために今までね使ってたこの毛色に使ってた茶色、それに黒をね混ぜてます、多く。でまずね頭のとこから入れていくので、少しね針先でねかき分けて溶いといてあげるっていうかな、分け目をつけといてあげるっていう感じだね。でこの今毛の量見てほしいんだけど、毛の量ねちょっと向こう側が透けて見えるくらいでいいから、まずはねこの中央の頭のど真ん中の線ね、これを入れていく。でこれはねスピード針で入れてます。で抜けないように返してねこの根元を刺してあげる。こういう感じね。でこれはね今ね毛を起こしてるのね、周りの寝ちゃった毛をこうやって起こして毛をね一緒にしてあげる。でハサミでカットしてください。で針先でね毛を解いてあげて、
ってやるとこう自然な感じに馴染むので、抜けそうなところをねもう一度刺したりしてね。でこれも入れる毛のね1回のこの量が多いとめちゃくちゃ線が太くなっちゃうから。はい、次入れるのはね目頭から流れていく部分。結構僕はねこのメインになるところをまず決めてから、あとは細かいところを入れていくんだけども、まず頭の中心入れた後この目の上の線を入れていくと。これね入れてただカットしただけだとね今みたいに太くて不自然だから、しっかりとこうやって針先で解いてねなじませてあげる。でこれね僕ねいきなりこうやって入れてるけど、できれば最初ね一番最初ど真ん中の毛を入れた時のように一応ね針でいいから分け目つけてから入れた方がいいです。僕はちょっと慣れてるんでねこうやってやっちゃってるけれども、まあこれでもできるんだけどね、ただ毛を起こさなきゃいけなくなるから。ちょっとね今ね多かったから少し抜いたんだよね手で。でこういうこの微妙な太さもねちょっとね調整しながらやってみる。ここからはねちょっと2倍速のままねこのままちょっと作業を見せるんで、しっかり見てください。どういう風に入れてるのか。基本は一番最初頭のね中央線入れた時のように、できるだけ本当はこう模様を入れるとこは最初に分け目をつけてから刺していった方が綺麗にできます。まあ、僕もやってるみたいにねいきなり分け目つけないで入れてもいいんだけど、こうやっていきなり刺す場合はこの刺した後しっかり周りの毛をねこうやってしっかり起こさなきゃダメです。はい、じゃあねしばらくね作業の方を見ていってください。
模様がね全て入ったので、次はね今度はね口元、鼻下とかね、この辺のねラインをちょっと入れていきます。でここもね使う色としては真っ黒を単色で絶対使わないこと。やっぱり、ね、すごく白々しくなっちゃうんだよね。だからここもちょっと茶色を混ぜたような体に使っている毛色ね、それに少し黒を混ぜて、少し濃い色にして入れてあげる方が自然に見えます。模様を入れてね口元のラインとかも入れたりしたら、あとはねもう今やってるみたいにとにかくもう細かい凹凸をねしっかり表現していく。もうこっからはね細かい作業です。で使うのはねもう細針か極細針でしっかりね整えて、でコームとかでね今こう毛の流れをねこれ作りながら無駄毛を取ってるんだからね。はい、顔がねだいたい整ってきたらね、ここから耳の内毛を入れていきます。僕はねこうやってこの段階で入れるようにしてるんだよね。これはねでも耳のねこの内毛はね先に入れた方が多分やりやすいと思う。僕はねもう慣れてるからこれでやっちゃうんだけど、あまり効率的には良くないよね。やりにくいし。これね手刺さないように十分注意してやってください。でこの耳毛の内毛の長さもねモデルの子によってやっぱり耳の毛の長さ違ったりするから、そこをしっかり合わせてあげる。あとこの毛のね入れる角度を見ててほしいんだけど、僕はどちらかというとこう上に向くように毛を流すんだよね。折り返してこの上に向くように。この折り返しの時に普通に素直にそのまま方向付けしないで折っちゃうと全部下に向いちゃうから、するとねちょっと不自然に見えちゃったりもするから、上に向く流す毛、下に向ける毛っていうのがこういろいろ場所によって変えなきゃいけないんだけども、そういったところもね気をつけながらやってみる。あとね絶対こうやって浮いてる毛があるから、そういうのはねこうしっかりカットしてあげる。コームでね毛の流れ整えてね浮いてる毛を払ったり、あとねこれね極細針です。極細針使って毛の流れをね作りながら上からまたね刺したりして、その毛の向けた方向をね固定してあげるっていうかな。こんな感じでねとにかくもう微調整です、この段階に入ると。でね今回はねこれねちょっと簡易的にマジックでやってます。ヒゲの生え際の穴、毛穴のとこね、毛穴っていうかな、模様黒いのね入れるので、これ本当はめんどくさがらずにフェルトでやった方がいいです。でもマジックでやってもいいし、ただねこれマジックでやると気をつけなきゃいけないのは、長いことねちょんってつけてるとインク広がっちゃうから、これね気をつけることで、今こうやって手で触ってるでしょ。乾いてないうちに手で触ると全体的に滲んじゃって、このね白い毛が真っ黒になっちゃうから、マジックでやるときはね十分注意してね。こんな感じだね。もう完成が見えてきたよね。でねこれマジックで鼻の穴、それから鼻の真ん中の線とかね、周りの黒いところとかはもう簡易的にねマジックなんか使ってもいいし、ただねマジックねじわっと後からボケちゃうから、絵の具使うのもいいし、ね、アクリル絵の具ね少量やってはみ出ないようにねやるのもいいし、フェルトでやるのもいいし、もう何でもありなんだから、あまりね固定概念を持たない。フェルトだから全部フェルトでやらなきゃじゃなくて、ちゃんと表現するために何を使ったら適切だろうを考えてやればいいだけなんだから。はい、こんな感じね。ちょっとね仮でねフレームの方にちょっとねセットしてみてるけど、こんな感じになります。はい、今日の作業はここまで。はい、それじゃねまずね目玉交換したことがない人のためにちょっとね目玉交換どうやってやってるのか見せます。
道具使ってね、こうやってなるべくね、まぶたをね、崩さないようにね、注意して剥がすこと。でね、これね、作るとき最初にね、ボンドでつけてると思うんだけど、ボンドの量が多いとね、こうやって簡単に外れないから、最初目を固定するときのね、量っていうのは少なくしておくこと。で、目玉ね、次入れる目玉を入れるんだけど、入りやすいようにさっきみたいに指でね、しっかり広げといてあげる。まぶたをね。するとね、こうやってスポッて素直に入るんだよね。で、これ広げてないと、なかなか目玉がね、ちゃんと入っていってくれないから素直にね。で、入らないときはこうやって今道具で使って、少し広げてあげて、入れてあげる。でね、これ今、すんなり入っちゃってるからそのままやってるけど、多分ね、目がね、まっすぐ入らないと思うのね。なんていうかな、この目の向きがさ、傾きがね、それぞれ左右均等じゃなかったりとか。で、そういう時は、しっかりと合わせてからね、このまぶたの形を整えるっていう風にやっていく。で、これができるのも、ベースの時にまぶたの厚みをね、ある程度しっかり密度濃くね、作ってるからできることなの。これが、まぶたがね、スカスカで薄い状態だと、こういうことをしてしまうと、もう顔が崩れちゃうから、目の周りがね。だから、ベースの時にしっかりこのまぶたの厚み、密度を濃くね、しっかりベースを作ってやるっていうことが大事なんだよね。ね、目玉が変わるだけでもね、かなりね、作品の印象も変わるからね。こんなこともね、やったことがない人は、なんかね、機会があったらね、ぜひこんな感じでやってみるといいんじゃないかなと思います。はい、もうすごく簡単だったけどね、目玉のね、ちょっと交換容量ね、見てもらいました。本当はね、もうちょっとね、時間かかる。これ、今回ね、すんなり言ってるけど、もう少しね、時間かかります。今みたいにね、ちょっと微調整してあげるね。で、こうやって針先でしっかり毛の流れね、崩れちゃってるから、そういうところもしっかり元に戻してあげる。で、今回はね、アイラインそのまま入れなくても綺麗にできてるけど、目玉変えた時ね、大体ね、アイラインね、入れたところが埋まっちゃったりとか外れちゃったりするから、大体ね、もう一度ね、そういう時はアイラインを入れてあげるといいんだけど、こんな感じでね、ぜひね、機会があったらね、やってみてください。でもね、なるべくやらない方がいい。できるならやらない方がいい。はい、そんなとこです。じゃあ次ね、いよいよね、仕上げの方に入っていきます。で、最終的に何するかっていうと、ヒゲ、それから眉毛のね、装着をしていきます。はい、でね、素材の話をすると、僕はね、このね、ヒゲ素材をね、使ってます。で、いろいろあると思うね。ハケを切って使ってる人もいるし、テグスの人もいるかもしれないし。で、テグスはね、なるべくね、あんまりおすすめしないかなっていうのは、やっぱりね、ほら、先端がさ、先細っていかないでしょ。テグスはね、同じ太さなので。で、なるべくね、先端が細くなっていくものがね、ヒゲらしく、リアルに作れるので、そんなのを選ぶといいですよ。でね、今回使ってるこのヒゲ素材はね、これです。株式会社匠インポートさんっていうところで出してるね、プリモモさんで探すといいかな。ショップ名プリモモだと思うんだけど、プリモモのリアルヒゲで検索したらね、出てくると思うからね、いいんじゃないかな。これね、僕もね、始めた頃使ってて、で、途中でね、買えなくなっちゃって、いろいろ困ってたんだけど、最近ね、視聴者さんからね、教えてもらえて、でね、買いました。で、これがね、一番使いやすいです。じゃあね、ここからは実際にね、ヒゲの装着に行きます。でね、下準備が必要なんですよ。どうしても素材がね、なんていうかな、光っちゃうから、こうやってサンドペーパー、紙やすりで、簡単に、軽くでいいんだけれども、軽くね、磨いてあげる。で、磨くことで、要は、このナイロンのね、表面に傷が入るから、光をね、抑えることができるんだよね。なるべくこの1本ね、360度方向、まんべんなく、なるべくね、サンドペーパーをかけて、少しね、ツヤをなくしてあげるように、まずはしてください。で、ツヤ消しが終わったら、次はね、
まあ数本、僕は2本ずつとかね4本ずつとかやるんだけども、今みたいに爪でちょっとねしごいてあげる。すると湾曲していくんで曲がるのでね、爪でこうやってこすってあげる。で適度なねなんていうかな角度を出したらハサミでね必要な長さにカットしてあげる。でこれねヒゲねよく作品の顔の大きさとヒゲがねどれぐらいの長さになるかっていうのねちゃんと本物の猫の写真を見てどれぐらいの長さなのかっていうのをねしっかり見てやるね。結構ねみんな短めにつけたりしちゃうこと多いと思うから、思ってるよりね長かったりするし、で全て同じ長さにするんじゃなくてそれぞれね長さに変化をつけてあげる。長いのもあるし短いのもねあるので。はい、じゃあねここから実際にねヒゲを刺していきます。目打ちでねヒゲを刺すところポイントね、ヒゲの穴描いたじゃない、マジックでね、あそこを狙ってしっかり刺しておく。でね入れるまでね刺しっぱなししてた方がいいです。抜いちゃうとね穴縮んでっちゃうんでね。で根元にボンドつけてスッとねこうやって入れてあげる。でちょっとね指で押し付けてね刺してあげるっていうかね、しっかり穴の中に収めてあげる。で僕はね左右均等にやっていきたい派だから同じように入れていきます。でこの時のねヒゲの刺す角度で全然ねヒゲの向き変わっちゃうから、これもねしっかり考えながらやる。全部上に向いたりすると不自然になるしね。どちらかというと下に垂れ下がってるような感じに入れていった方が自然になるので、この目打ちを入れる角度を見ててほしいんだけども、こうやってね左右合わせながら見ながらね入れていく。左右ぴったり同じには絶対ならないから、そこはねある程度ずれてても構わないんだけども、左右ねそれぞれ同じ本数ずつこうやって入れていった方が多分ね入れやすいんじゃないかなって。完成した時にちょっとねなんていうかな、このばらつき、左右のばらつきがなくなるんじゃないかなと思うんでね。あまりボンドもねつけすぎちゃうとねせっかく植毛してる毛がカペカペになっちゃうから、穴の中にボンドが入る分、はみ出る時もあるけど、はみ出てもほんの少量だけにするように。でねこれ僕付箋紙の上にボンドをポチャンとこう垂らしてるんだけども、これなんでこうやってやってるかっていうと、やりやすいからっていうのが一つと、今ねこれ新しく出したんだけど、これなんでまた新しく出すのっていうと、これやってるうちにねボンドが乾いてきちゃって塊がねなんていうかな、ヒゲの根元にゴソッとついちゃうんで、なるべくこう液体っていうかね柔らかいボンドの状態で使いたいから、硬くなってきたらもう躊躇せず新しいボンドを出して使ってやるっていうことをねやった方がいいです。これね今ね長いんで短い毛を作りたいんで短くしました。なんていうかな、この1個前の動画でこのヒゲのなんていうかな毛穴のところ黒くマジックでちょんちょんちょんって描いたじゃないですか。で今刺してるところね一番下のヒゲの線のところはここにね短いヒゲを入れてます。で角度も結構下向きになるように、下にね垂れ下がるような感じの角度にして短めの毛を入れていきます。このね短い毛をこの下のほんと口の上付近に4本くらい入れてあげると結構ねなんていうかな、口元のこの毛の変化っていうかね自然な感じに見えるので、ヒゲの表現の仕方がね結構短めのやつをあえて入れるっていうのは大事です。はい、次はね眉毛。
でこれもね、長さはね、ヒゲよりも短くしなきゃいけないし、かといって短すぎるのもおかしいしね。で今回はね、モデルの子がね全部白い毛だったから、こうやって白を全部入れてるけど、当然モデルの子によってはさ、黒い子もいるし、ヒゲも眉毛も黒い子もいるし、あるいは混ざってる子もいるから、オーダーの時なんかはね、そういうのもね、ある程度気にして入れてあげる。あとオーダーだったらヒゲをね、取ってる飼い主さんもいるから、たくさん取っててくれる人もいて、でそういう時はね、ヒゲ使ってくださいっていう時はね、本物のヒゲ入れます。でね、本物のヒゲの方がね、こうやって入れるの楽です。なんでかって言ったらね、やっぱりね、ヒゲしっかり張りがあってね、硬いから刺しやすいんだよね。でやっぱりこうしてもね、どうしてもね、こういう素材を使っちゃうとね、ナイロン系の素材が多いから、なかなかね、やっぱりやばいから入りにくい。でこのね、今使ってるこのリアルヒゲは比較的素材の太さもそれなりにあるから、入れやすいかな。はい、だいたいね全部入ったところでね、あとはね、最終的にね、この浮いてるアホ毛っていうのかな、無駄毛っていうかね、そういったものをしっかりカットしていってください。これね、カットしながらね、ヒゲ切らないように注意してね。はい、ざっくりとね、こんな感じ。ちょっとまだね、ボンド乾ききってないからね、眉毛のとこね、ボンド見えたりしてるけども。これね、ボンド乾いたら透明になるからね。でも、なるべくダマになってるところはね、除去してあげる。はい、こんな感じでね、出来上がりました。ぜひね、これをね、それぞれのね、フレームにセットして、作品としてね、完成させてください。はい、キジトラレッスンは以上です。はい、最後までお疲れ様でした。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。